こんばんは。10月25日金曜日20時のコマリンライブ開始します。よろしくお願いします。本日の制作は先週販売されたコマリキットを使っての制作となるのですが、今日はいつも何も考えず頭真っ白で作ってるライブと違って、レジンのコツをめっちゃ言いたいなって思ってて今日は。このキットを買ってくれた人も、検討してる人も、買ってない人も全部の人が参考になるコツを、普段はね、あんまり喋らずにやってはおるねんけど、喋ってないねんけど説明。適当にやっとるで。今日は全部コツっぽいやつを思いついたら全部説明する。そんなライブ、珍しく参考になるライブをしようかなと思っているのでね、もしかしたらこのライブ見たらレジンめっちゃ詳しくなるかもしれない。そんな配信を目指したいと思っておりますので、よろしくお願いします。たくさんご挨拶もありがとうございます。まあ私、先週こんな感じのキットをね、2年ぶりに再販させていただきまして、この中身全部私が書いた説明書なのですが、すごく正直に言うと、全然本なんかに入んないよね。レジンって難しいからね、ぶっちゃけ。やったことね、ない人はよく、すごい流して固めてポンでしょみたいな感じのイメージを抱きがちなレジンですが、今、見てる方、レジンやったことある方が多いんちゃうかなって思うけど、実際やると全然そんなんじゃないよね。失敗しまくるし、なんか思ったようにいかんし、だと思うんですが、本に入んないよ、全部。これも作らせてもらったし、ブティック社とポプラ社からもうすぐ本出るねんけど、ほんと、手順足りんなーって思いながら作ってたよね。そして制作動画とかも出してるんですが、正直入ってない全部。制作動画ってね、10分以内にしないとね、おすすめとか乗らないもんで、多分 YouTube やってる方みんなそれを目指して編集とか頑張っておられると思うし、私もそうやねんけど、そうするとガチで細かいとこまで書ききれんくて、動画じゃ収まらない。そんぐらいレジンは奥が深いと思っておりますね。そう、流して固めてポンイコール基本まみれ。そうなるんじゃないかな。初めて作る方とかね。ギザギザになったり、色も変になっちゃったりとかね。そんな感じだと思うんですが、一応、このアルファベットに関しては私相当作り込んでるんで、コツを全部話したらと思うし、アルファベットじゃなくてもとりあえずモールドで、今日花入れるんだけど、花入れる系やったら大体参考になるかなって思う。花に関しては、浸すした準備とかあるねんけど、それが花によって結構違ったりするもんで、そこだけ浸し時間とかは違ってくるねんけど、やることは大体一緒だからね、参考になるんじゃないか。そんなやつをやろうと思ってるんで、よろしくお願いします。ね、こんばんはーって、たくさんコメントありがとう。なんと今日はディズニーにいますって、ディズニーからコメントしてくれてる。ありがとう。今寒いんじゃない今日ね。で、今読ませていただいてます。たくさんありがとうございます。コメントはね、多分今日は金曜日で特に読み切れないと思うんですが、配信の後にすべて目を通させていただきますね。昨日誕生日でしたって、おめでとうございます。10月24日誕生日だったね。コメント欄にも、動画のコメントでも書いてくださったんですが、ありがとうございます。なんと母の83歳の誕生日ですって方もいた。お母さん今日おめでとう。もうお祝いしたかなこの時間だから8時だからね。よろしくお願いします。ということで作っていこうと思うのですが、まずね、一つ目の作るデザインはもう決まってて、先日あげたリールで、羽生選手イメージで作ったデザインがめちゃくちゃ好評で作り方知りたいってたくさん言っていただけるんで、一個それにしようと思ってるんだよね。で、私にしては珍しく作家じゃないカラーを使ったので、そのあたりもお見せできたらなと思ってるんですが、もう一個が考えついてないんだよね。で、イニシャルはね、モールドでかすぎるわけ、これ。このまま使うっていう手もあるねんけど、
硬化するときにこうやってやって。そうすると上からしか固めれないじゃん。一応上からじゃない方法も説明したいターンが来ると思うので、まあ、私はいつもね、こういうでっかいモールドに関しては、こうやってもうバラバラに、バラバラ殺人みたいな感じで、全部、バラバラにしてる。しかもこれね、3枚ぐらいのをバラしてるからなんか、もうめちゃくちゃになってるし、なんやろな、古いやつが黄ばんでくるからね、古くなったモールドはしてなきゃいけないんだけど、よくわかんないよね。とりあえず、ちっちゃく切った方が、いいし、これ結構私、1個ずつに切っちゃってるねんけど、本当は2個か3個繋がってる方が理想で、っていうのもレジンが硬化するときにちょっと反るやつを、3個つなぎとか2個つなぎにしとくと若干抑えれるもんで、ほんまは1個じゃなくて、2個か3個ずつで切った方がいい。っていうのをまず1個話すじゃん。で、作ろうと思うのがね、イニシャル決まってて、A から Z まである中で、私的に一番難しいなって思ってる S をやろうと思ってて、S が一番難しい理由は、カーブだらけでコーティングがめっちゃむずい。多分、イニシャルいろいろあるけど、一番 S がむずいと思う。サイド、側面コーティングに関しては。デザインに関して言うと結構変わってくるねんけど、S はね、デザインはしやすいけど、サイドコーティングが大変なので難しいやつをあえていこうかなということで、とりあえず S にしようかなと思います。ちょっと見てたら全然小森さん見てないって。このチャット流れを追おうとしたらね、相当大変だと思う。動体視力も必要やしね。どっちも私の方はアーカイブでも見れるので、ぜひぜひどちらでも好きな方を見ていただけたらと思いますよ。で、S にしようと思っとるんやけど、そんな羽生くんのさ、デザインっていうのはね、羽生くんの何かっていうと、プログラム衣装をリクエストしていただいたもんで、画像で検索したねん、Google で。で、羽生くんの服見て、なんかこれっぽいやつかなって思って作ったやつがすごい好評なので、今から作ろうと思うんですが、服のデザインを、モチーフっていうかなんか参考にして似たような雰囲気で作るみたいに、うわーいやつを今から作ろうと思うんですが、使う花がね、実は白色一色なんで、とりあえずそれはもう下ごしらえしてあるんだよね。この下ごしらえっていうのは、じゃじゃん。使う花をレジンに浸しておくんだよね。で、これちょうどね、浸してから触ってないから見てもらうとわかると思うねんけど、気泡が超絶出てるのわかるかな？これをやっとかないと、レジンを硬化中に出てくるもんで、こいつら。だから、今、綺麗にレジンに入れれたって思ってる。いざ固めた後に出るもんで、この辺のやつら。先に抜いとく必要がある。ちなみに2液レジンもこれ、どっちやっけな？ A 液か B 液か忘れたけど。違うかな？一回くぐらせて置いとくっていう気泡対策方法があるねんな、2液レジンも。ずっとやってないか忘れちゃったな。ということでね、そういうのも説明していけたらと思うんですが、こちらはもうね、1時間前ぐらいから浸してあるねんけど、理想1時間は浸したいな。ちなみにスターフラワーの場合は1時間で、カスミソウは20分以上浸すとホロホロになってくるからダメとかあってね、お花の強度によって浸す時間が違うもんで難しいんやけど、今日使用するスターフラワーは実は、このスターフラワーたちは、強度がめちゃくちゃあって、色も抜けにくい花なもんで、4年前に作った作品まだ色変わってないな、全然。そんぐらいね、色持ちもいいお花で、おすすめなので、初心者キットを作るってなった時に、とりあえずスターフラワーから考えてるね、最初。スターフラワーを入れるから考えた。そんぐらい、このスターフラワーは素晴らしく使いやすいお花です。で、強度もあるもんで、私最長1週間浸したことあるけど、あんま大丈夫だったね。色が濃いやつはちょっと溶けてきたりするねんけど、これ黄色浸してあったやつが一晩置いといたのでちょっと溶けてはいるんやけど、そんなレジンに入れても問題はない感じになるかな。払ってから使えばね。って感じで強度があるので、スターフラワーは私のおすすめのお花という感じでしたよ。
こんばんはってたくさん来てくれてた。流れ早いよね。私後で頑張って読もう全部。たくさんご挨拶もありがとうございます。こんな感じで作っていくのでね、ぜひ、金曜日の夜だし、レジンとか他のハンドメイドの作業のお供にしてもらえたらと思いますよ。で、これが S で使う分なんだけど、もう一個作りたいなって思ってて、お花の色どうしよう。もう一個に関してはマジで何にも考えてないよ、今。イニシャルも考えてない。目が回っていく。イニシャルどうしようかな。もう一個はね、目つぶってさ、取ったイニシャルやろう。目を閉じて、こんな感じで、こっち向けといて、何も見えないねって状態で手を入れて、ごちゃごちゃ混ぜて最初に掴んだやつやったろ。これうわはは絶対誰も使わねえ。D が出てきた。D のイニシャルの方いますか今こんな感じ。でも男の子やったらおるか。大輔くんとか、大地くんとか、ドナルドとか、さっきのディズニーとか、D、珍しく D が出ちゃったんで D 頑張ろうと思います。そう、第5もあり。何があるD。D って男以外あんま、ないよね、女の子で D は。団子くん、お腹すくな。D に入れる花の色をどうしようってなるんやけどね。このキットの花の色ね、私が厳選したやつで、気に入ってるやつだけ選んどんねんけど、ショップには、これを販売してくださったキットを販売してくださったクワッチャショップには確か12色あったと思うねんけど、私が気に入ってる色だけ入れてて、他には黄緑とか赤とかがショップに置いてあるかなって思うねんけど、それはね、非常に個性が強くて使いにくいんだよね。こんな色がショップにはあるのでね、もし気になる方はチェックしてみてね。今日も材料を貼ってあります。何色にしようかな。まず、私ね、今日、きっと見せつけはしたねんけど、開けたくなくて。やっぱ古いやつから使っていきたいやんね。もったいないで。これも開けなくて、こっちの古い方から使いたい。じゃあ、アルファベットもまだ切らない。見せつけるだけ見せつけて、古い方から使っていく。そんなスタイルでやっていくんですが、どうしようかな。D の名前がいっぱい出てきてた。ドロンジョ様、デイジー、ダイアナ、デーモン、悪魔、ドラゴンズファン。ドラゴンズファン。うわ、ディーンって懐かしくない？私の知っとるディーンで合ってるかな？ドラゴンズってさ、何色やったっけ？色。ほんまや！ニックネームが D の方がいてた。はってなってる。なんか、モチーフにしたいかもね。そして今回の説明書で新たに追加された項目なのですが、イニシャルには画鋲は刺しましょう。画鋲。これ、私がね、去年、いつやっけ思いついて始まってね、そっから流行ったかなって思っとるねんけど、この画鋲法はね。なんとついに、ポプラ社とブティック社から出る本にも掲載していただくことになりましたので、なんか、世の中に画鋲が認められた気がして嬉しいよね。やっぱりさ、お子さんとかが作るとき、レインの穴開けすごい大変だからね。なるべくさせたくないもんね。こうか、向き。なんでね、ちょっと嬉しいなという感じなのでした。そしてね、このアルファベットモールドは、表タイプと裏タイプがあるんだよね。私のキットに入ってるのは、裏面タイプなので、こっちが表になるように下向けて作るっていうタイプなんだけど、この表と裏の違い何ってすごいよく聞いてもらえるねんけど、何がいつも説明してるのは、基本的にレジン作品って、この表面近くが、パリとかできたりして、ちょっと崩れちゃうんだよね、輪郭が。で、こっち側はすごい綺麗にできるわけ。
なので、裏面のモールドの方が、なんやろな、初心者の方でも、この辺はバリバリなっちゃったりするねんけど、こっちは絶対綺麗にできるもんで、綺麗さを求めるなら、裏面タイプかなって思ってる。気泡も全部上に登ってくるしね、ポチポチとか大体ここに出てくるもんで。で、表向きタイプは、デザインがすごい見やすいもんで、置いたらそのまま完成になるんで。表向きタイプはデザイン重視の時におすすめしてて、ただ、この辺にポツポツとかいっぱい浮いてくるんで気をつけるために最強放置っていう、効果前に20分ぐらい置いておくやつを推奨するねんけど、またそれは表向きのモールでやってるライブとかもあるので、それを見てもらえたらなと思うんですが、今日は裏面タイプで作る時のコツになっていくと思うのでね、よろしくお願いします。今日は孫の6歳の誕生日です。いつも見させていただいてますって。おめでとう、お孫ちゃん6歳。6歳ってことは、なったってことは、今幼稚園か保育園かね、そのぐらいかな。いつも見てくれてありがとうございます。楽しい一年になりますように。チャットがおーとしたらすんごい流れててありがとうございます。ドラゴンズ青か。青系で作るか。青系ってなるとね、でもさ、こういう青じゃないよね、ドラゴンズってね。なんかここにさ、花びらが散ってるやつだけ、これ霞草のかけらか。この青がちょうどドラゴンズっぽかったのにね。まあいいか。一応ドラゴンズのつもりではないんですが、青っぽい色で作っちゃおうかと思います。じゃあ、あと読んでいくと、ね、ありがとうございますってね。お祝い。明日が土日だから明日とかにするんかな。で、これをまず、浸さなきゃいけないもんで、使う花ね、ね、もう作りまくると、わざわざここに並べんでも、わかるんだけど使う量が。わからんうちは、わからんうちはこんな感じで、とりあえず向きはどうでもいいんで、花を一回並べてバランスを、こんな感じに置くかなっていうか、こんな感じに置くかなまで考えなくていいか、とりあえず花の量ぐらいだけは決めときたいよね。こうやって、使う花の量を、なんとなくざっとでいいから決めるためにも、置いておくという感じですね。やっぱ聞こえてた猫好きの声が。でね、私は基本的に、こういうデザイン作品作るときね、たまにモールド全体にぎっしり敷き詰めるデザインもするねんけど、余白を作るのがすごい好きで、余白を作ることによって背景の色がすごい綺麗に見えたりするもんで、余白を作るパターンが多いかなって思うんだけど、今日もその感じでね、やろうと思うんやけど、ちょっと難しい点が余白作ると余白と花のバランスが結構むずいっていうのがあるねんけど、そのあたりはアドリブでなんとかしてもらってね、いろいろ作っていくうちにバランスがつかめてくるかも。そんな感じで勉強しつつやっていってもらったらなって思うけど、結構ね、ぎっしり敷き詰めるやつも人気だよね。いや、ぎっしりやるか、せっかくなら。余白ばっか作ってるからね、ショート動画でも。ぎっしりタイプにしようかな、こっち。もうそうすると相当花浸したいんだよね。S 作り終わってからこっち行ってもいいか。こっちぎっしりタイプにしよう、じゃあ。なので、ぎっしり入りそうな花をとりあえずこう並べて、ねえ、なんか、こういう若干崩れてるやつはね、私ペイしちゃう、ペイ。どっかにペイしとく。で、このぐらいの崩れ程度やったら、壁にペタってくっつけると意外といい感じになるんで、これはまだ使える。っていう感じでね、こっちぎっしりにしちゃおうと思いますので、一旦こう並べてみて、こんぐらい使うやろみたいな量を、で作っとく。落ちとるけどいいやもん。こんなもんでしょ。ってなったら、こっちに入れる。足しときたいんでね。で、花はしまっとこう。
お花はね、基本的に容器などに密封するのが理想だよね。空気に当たってるとすぐに劣化しちゃってからね。密閉が基本で、お菓子とかについてるさ、乾燥剤とかね、余ってたら入れるといいよね、容器に一緒に。そしてね、私の説明書では多分この花を浸す前に茎を切ってるやつがあると思うねんけど、で別に今思うと必要ないんだよね、裏向きのモールドやったら。一層目固めた後に一気に茎切るっていうのができるもんで。実は茎は後で切っても大丈夫。で、使えるやつをビャーっと入れまして、これね、長めに、量が多いし長めに浸したいもんで、S 作ってる間にずっと浸そうかなっていう感じですね。昔の動画で私ね、浸す液はなんかもういらんくなった液でもいいって説明しちゃってたねんけど、実はダメなことが発覚して、レジンメーカーが違うやつ同士で、なんか喧嘩しちゃってもやができるみたいで、浸したレジンと実際にモールドに入れるレジンが違ってると、もやが発生する現象があったもんで、ダメなことが発覚して、でももう動画に出しちゃってて修正できないからどうしようかなって悩んでたりする。途中で発覚した。相性が悪いやつはダメっぽかった。なんで、まあ、この、浸す液はね、使った後も、こんぐらいの汚れぐらいやったら使い回せるんでね、同じやつで浸すのが理想かなと思っております。この組み合わせがすでに可愛いって。ねえ、このさ、何ブルーってやろこれ、ピーコックブルーかな。この色すごいおしゃれだよね。これ着色剤で着色された色かな思っとるねんけど。おしゃれなんだよね。初心者には勉強になりますって言ってもらえて嬉しい。なんか細かいこととかも今日は珍しく全部説明できたらなって思ってるけど、私どうなるか集中力が続くのか、途中から説明を忘れ始めるのではないか、そんな思いでやっておりますが、とりあえずここまでは言ったよね。で、これね、時短したい方ね、友達とか来てて時間ないしすぐ作りたいわって思ってる人ね、早く抜く方法があって、ちょっと力任せになるねんけど、ピンセットで絞ってほしいんだよね。絞ってほしいって何を縛るんやって感じなんやけど、特にこういうつぼみ系が中に気泡がめっちゃ入ってるもんで、ピンセットで押しつぶすと出てくるんだよね、ギュって。見えるかな今出たんやけど。見えんね、絶対。押しつぶすと気泡出るし、この花の額から出てくるねんけど、ここのブシブシ押してもらうと、先に時間置かなくても出すことはできる、一応。ブシブシって。なんで、まあ、急いでるけど、気泡なしで作りたいなって時は、こう、花の額の一番出る場所をブシブシしたり、つぼみのやつをこうやって頑張って潰して気泡を出すみたいな。力任せにいけばいいねんけど、これスターフラワーやでできる話であって、かすみ草とかでこの扱い方すると花びらバラバラになっていくもんで、ちょっと難しい。花によるって感じ。とりあえずスターフラワーちゃんは強いから何しても平気、この子は。こんな、わーってやられても、なんか強い。そんな感じで進めております。こんばんは、初コメ初リアタイ。失礼しますって。ありがとう、初コメ嬉しい。もしかして今日さ、初コメの方他にもいてるかもしれないけどね、コメント流れについていけず、読み飛ばしてたら申し訳なき。ありがとうございます。よかったらまったり見てってくださいね。今日は猫ちゃんの3歳のお誕生日だって。猫の名前で応募。でも、あれさ、名字が、家の名字やったら届くやんな、猫の名前でも。ぶっちゃけ。ありやんな。そういえば、うちの駐車場におる猫の名前黒白やねんけど、私の名字の名前の下、名前黒白にしても郵便物届くやんな。どうなんやろ届くよね。ありかもしれない。ワンチャン。でもカタカナのなんかさ、外人っぽい名前やったら怪しいかもしれんね。そんな人この家おったっけみたいになりそうやな。まあ、とりあえずね、
ぜひぜひ、この後、企画やると思うので、ご応募ください。あれ、今日何しよう。どうしよう。D 送ってもいいんかな？全然、いなさそうだけど、D がイニシャルの方。絶対、少ないよね。今、視聴者の中に D ついてる人。ちなみに、こまり誕生日の回のね、プレゼント当選者さん男性だったんだよね。で、奥さんがハンドメイドでバッグ作ってて、それにつけるチャームを私がレジンでしてますってね、備考欄に書いてくださってたんやけど、男性が当たってた私の誕生日会。こんなこともありました。で、きたしましたが、次にまだやることがある。流し始める前にね、色作っときたいんだよね、先に。色はなぜ今作るのかというと、着色剤混ぜした時に超絶気泡出てるんで、目に見えてなくてもめっちゃ出てるんで、先に作っとかなきゃダメで、S がこんぐらいかな、D がこんぐらいかなとか、そういうね、入れすぎた。入れすぎた。入れすぎた。ちょっとしよう。そういう量もやっていくうちにわかるようになってくねんけど、ほんまわかんないよね、なかなか量がね。せいやで新作モールド出たと噂を聞いた？なんやろう。私がね、最後に聞いたのはディズニーのラプンツェルとミッキーとお父さんみたいなやつ、何やったっけ？お父さんみたいな顔のキャラ。あれを最後に聞いて、それ以降新作の話題聞いてないかも。大丈夫の D？ じゃあ大丈夫か？ D 当たっても。なんか出てたかな？ということで、色を作っていこうと思いますが、今作ろうとしてるのは、S の方がね、実は、この2色で、筋を描いた後に白色流してたんだよね、あのデザイン。なので、こっちにまず白作りたいのと、D の背景は、無難に青でいいっしょってことで、せっかくなので、キットに入ってるこれの中から作りたいな。この中から。同じやつで。ちょっと花の色にね、合わせようと思ったらね、似たやつないな。アイスブルーとアンティークグリーン合わすといいなって思うんやけど、アンティークグリーンが今私のバラで持ってるやつの中にない気がするな。出すからしょうがないから。ちょっとね、この一番濃い花の色と同系色の薄い色にしてみようと思うので、今作っていきますね。お父さんのモールド気になる？出していい？ディズニーモールドが3種類出た時に、モールドが3種類あってんけど、ごめん、さっき消しちゃった。パソコンの整頓してる時に。ティガーの顔じゃない？ティガーの顔はおばあちゃんの、おばあちゃんじゃない、お父さんの、よくいるお父さんの顔にそっくりってなって盛り上がったんだよね。この配信の直前にパソコンの不要ファイルを大量に消してしまってなかった。また、セリア行ったらね、買うかな？次セリア行った時にあったら。そしてこの色も難しくて、色作り。なぜ難しいのかというと、着色剤を垂らす量が超絶むずくて、使うレジンに対してどんぐらいとかいう量がマジで難しいもんで、最初の方はそこで失敗が多いというかね、割と濃い色作りがちだよね。濃い色作りがち。なので、少なめに入れて始めるのが無難かなって思う。あと難しいのが、着色剤によっても濃度が全然違うもんで、これはね、動画とかで説明するのもめっちゃむずい。例えばね、これ色ドロップじゃん。で、宝石の雫じゃん。で、カラリーもあるねんけど、濃度で言うと順番こうなるかな。
濃度。これが一番濃くて、水色ドロップで、かなりもなんか色によっては濃度濃いやつあるねんな、難しいなっていう感じでね、濃度が結構メーカーによって違うもんで、難しいよね、色作り。とりあえず混ぜてみて、薄かったら、こうするとかね。これ薄いね、もうこんだけ混ぜただけでわかるんだけど、少ないね、まだ。こんな感じで調整をひたすらしていく感じになるのではないかなと思いますよ。どうしよう、お父さんみたいなモールド気になってるみんな。どこ行ったやろ。ティガーのモールドじゃない。プー&ティガープレートのね、ティガーの顔やと思う。いや、新作がもし出てたらきっといつもの奈良の真っ先に新作を置いてくれるところにあるよね、きっとね。チラッとか言って。チラッ。どうかな、また出るかなってか、私的にはディズニーの追加版が出るんじゃないかなって予想しとるねんけど。だってさ、ティンカーベルとラプンツェル出したなら、シンデレラとか行くよね、絶対。ベルとか。出すと思うねんけどな。白いい感じだと思う、これ今。で、こっちがね、多分花の色と一緒になるんじゃないかな。あ、青が足りないね、どう見ても。青も白も足りないかな。いい。あ、しかもアイスブルーじゃない方がいいかもしれないなとか、なんかいろいろね、模索しながら色を作っていく感じになるかな。ねえ、明日行ってこうかって。でも、なかったらごめんね。どうなんやろうね。まぜ。お、なんかそれっぽい色になったかな。ちょっと緑強いけど、でも可愛い色だからいっか、これで。なんか私にしては珍しい色ができて可愛いから使ってみよう、これで。ということで、色を一回しっかり、これね、あ、ちなみにこれも言っとこう。混ぜるときね、細いやつで混ぜた方がよって、私初期の方とかこれで混ぜとってんけど、気泡ができる量が全然違う。この細いやつで混ぜた方が、混ぜるのは大変やねんけど、気泡が生まれにくい。で、ほんまはゆっくり混ぜた方がさらに生まれにくいとかあるねんけど、そうすると混ざるのに時間かかるし、難しいとこではあるって感じだよね。とりあえず細いやつで混ぜた方が気泡はできないっぽいよね。ということに、いろいろ作ってるうちに気づいた。で、これ混ざって、混ぜるときにめっちゃ気泡できちゃいますっていうコメントもよくいただくで説明しとくと、レジン液の粘土に依存してて気泡の量は。今使ってるやつはすごいサラサラタイプやもんで、こうやってうわーってやってもそんな気泡出んねんけど、粘度が高い中粘土タイプとか高粘土タイプは、やっぱいっぱい気泡出ちゃうんだけど、まあどのタイプだとしても、とりあえずこの混ぜた後に、放置してもらうとね、抜けるんだよね。エンボスヒーターでも抜けるっちゃ抜けるねんけど、めっちゃ細かいやつが、目に見えんレベルのやつが残ったりするもんで、放置が一番だよね。放置しとくと表面に全部浮いてくるんで。ということで、やっとこそこれで下ごしらえが終わったという感じでした。一回水飲んでコメントも全然読めてない量も。あ、こんばんはーっていっぱい来てくれてた。お疲れ様です。金曜日だよー。でもそろそろ出てそうではあるよね、セリがね。そして、小森さんセット買いましたってね、今日報告してくれる方も多くて嬉しい。ありがとうございます。もう販売終了しちゃったねんけど、こちらのコマリデザインボトルも、なんと去年の倍以上購入していただけたらしく、ああよかったってなんかもう、やっとプレッシャーから解放されたよね。いや、と言いつつ、来週もイベントがあるからちょっとプレッシャーはあるぞという感じなんですが、とりあえず1個、ホッとしたって感じでした。んで、どうかなぁ。お、前回の球体作りたくなってセリアやって帰ってきましたってあったかな
エリアにね、球体モールドも多分生産終わってると思うねんけど、見つけてたらよかったんやけど、あったんかな。出遅れましたって方もいらっしゃいませ。まだ下ごしらえしかしてない。今から始まる感じ。あ、でもここまででもだいぶ、大事な情報結構言ったつもりやねんけど、どうやら。こっからね、いよいよもっと説明していきたいので、よろしくお願いしますっていう感じですね。で、このね、カラーちゃんはカンカンとかにしまっときたい。私はこういうよくお菓子のカンカンにね、色を保管するねんけど、で、カンカンのね、下になんかレジンついたりするんで、いつもこうティッシュ引いてカンカンの中に保管してる。レジン。こうやって保管しとく、とりあえず。お菓子のカンカン、結構いいよ。遮断できるし、匂い漏れないし、火も入らないんでね。ということで、ここから作っていくんですが、さっきこぼしたレジンがある。一回引こう。作家のためのレジンに他のメーカーの着色剤混ぜても大丈夫です。レジンとメーカーは合わせなくてもね、普通は大丈夫だよね。よほど相性悪いやつとかあったらダメかもしれんけど、あんま聞いたことないな、それは。大丈夫だと思います。そして、まずね、これ、作る前に一回やりたいことがあって、ゼロテープでもなんでもいいねんけど、テープで、とりあえずモールドぺったんこしたいよね。もう、いつの間におったんじゃいわれ、みたいな、ほこりがついてるもんで。これはね、毎回やった方がいいと思いつつ、私たまにやり忘れちゃってほこり入ってるやんってなるんやけど、毎回やった方がいいよね。とにかくほこりとかなんか前に作った時のラメとかいてるんでね、頑張ってぺったんこしたい。そんな感じですね。ダイソーの D？ あ、それでもいいかもしれん。結構 D ってあるね。なんだろう。女の名前はないけど、それ以外やったら割とあるね。D。これでいいやーん。ということでできまして、ここからやっとこさ作っていくのですが、まず最初にね、でね、いつも配信でやらんねんけど、私が普段作るとき、配信外で制作してるときに絶対やってることが一個あって、黒い板引いてる下に。黒い板。これ配信でやるとね、すごい見えにくくなっちゃうんで、配信の時はやってないねんけど、普段はもう絶対黒い板の上で制作してる。そうするとね、今まで見えんかった埃とか全てが見えるようになるんでね。そういう感じでなんか珍しく黒い板を引いて、もし見えにくそうだったら途中で外そうと思うねんけど、黒い板を引くと、埃と気泡が一気に見えるようになるんで、家に黒いやつがあるやつ、黒いやつがあるやつ。もう折り紙でもいいわ、もう。折り紙でもなんでもいいから黒を下に引くと、すごいいいと思う。すごいいいと思う。で、とりあえずレジンはね、下一面に広がるぐらい流したいんだよね。ちょっと待って、D 後で作るんだった。流しちった。S からやるんだった。このカンカンの中にやろうじゃあ。カンカンの中にやってください、あなたは。まだ出番じゃないのでね。S 人気かもしかしてね。このボコリが変なんで逆向きにして。とりあえず下一面に広がりました。ちょっと足りてないね。やっぱ配信やと白飛びするできついかな、モールドが。あんま見えにくくなっちゃうかな。なんか、眩しいね、この辺が。ってことで、配信ではやっぱやめとこうってなるんですが、流した後に、別にこういう100均に売っとる朝食スティックでもいいねんけど、一応ファンの方がいるかもしんないから、あいつ使うか。みんな読めよ。せーの。おじよーなんや、わいのこと読んだかなんやってことで、補充で、とにかく細いものは何でもいいんだけどね。この、超巨大化するわけよ。この、モールドの形
角全なぞりしたくて、とりあえず。これは特に古いモールドやったら、なるねんけど、ここにちっちゃい気泡ができるんだよね。こう、見えるかな？今1個出せたねんけど。こういうね、気づけない場所とかに、ちっちゃい気泡ができてて、これほっとくと、浮いてこないんで、永遠に。なんやろ。この、横と下から挟まれてる気泡って浮いてこないんで支えられてて。で、モールドから出した時に角かけてるってなるもんで、一回全なぞりする必要がある、これ。これはね、どの作品でもそう。モールドのこの角には絶対にいる。で、特に古いモールドほどできやすいと思ってる。まあ、なぞるじゃん、全なぞりね。その後にやっとこそ花を置くターンになりますっていう感じでした。ポジオめっちゃよ。ポジオ呼ばれすぎ。ちなみにポジオはね、今、前いただいたやつ、針の先が丸くなってきちゃったもんで、作り直して、16代目補充かな？今16代目補充になりましたね。今16代目もよろしくお願いします。そしてこの下にあったね、白い花を置いてくんだけど、こっからもうバランスゲーというか、バランスが問われるよね。こう、ちょっと一回引き上げて若干液を払った後に、下向きに置いてくって感じ。ポチョーン。これがね、バランスゲーだよね。今日は、このデザインは白だけやで、そんな大変やないねんけど、何色かってなるともっと難しいよね、考えるのが。ちなみに今日やろうとしてるのは、上と下の方だけ花を置こうかなって思ってる S の。なんかちょっと足りんかもって今思ってる花、浸した花足りんかったんじゃないって思ってるけど、なんとかなるかな。一応ね、今日作るデザイン、この後に金箔とホログラムも入るもんで、そんなおまけ程度でいいかな。そんないっぱいやるんかなって思う。ね、ホジオファンクラブリスト作りますか？何人ぐらいいるんだろう、ホジオファンの方。なんかだいぶおる気がするねんけど。200人ぐらいいたりして。まあでもやっぱホジオは数円で作れるとこが強すぎるよね。財布に優しい。数円やったら誰でも手が届くでファン多そうやな。で、下向きにね、ペポッペポッと置いてますね、花をね。で、このちっちゃいね、つぼみとかも結構お仕事してくれるんで、こう、買うよね、端っことかに。で、置いたら、そーっと動かしながらバランスを見る感じかな。どうかな。なんか、出しゃばりすぎやな。もうちょっと引っ込んでもらっても大丈夫かな、これを。こんな感じになるとするじゃん。で、そうしたら、硬化をするわけなんだけど、硬化をするときも、謎のコツがあって、あるかなあるある。このね、モールの分厚さが1センチぐらいあるねんけど、まあ、1センチなくてもこのぐらいの分厚さのモールドから全部この方法やった方がいいっていう硬化の仕方があるねんけど、普通に硬化すると、こうなるじゃん。で、私が進めてた一回、ショート動画で進めた方法が、台がない。レジン台がない。大事なのにレジン台。なんか運よく出てこんかな。ほんまはね、あったナイスキャンデーとかセリアに今、レジン台とか、こういう、レジンミラーとか売っとんねんけど、
なんか鏡みたいなやつ、こんな。これをね、使うっていうか、まあ、もしライト2個持ってたら、ライト1個置いて、レジン台を1個挟んで、で、この上に作品を置いて、で、さらにもう1個のライトで、こう、置いて、2個使い。上と下から固める。これが、2個持っとったらやってほしいし、2個持っとってそれやるときのコツとしては、このね、台があるとないでだいぶ違ってて、下からね、光が出るねんけど、台がある方がよく当たるんだよね。浮いてる方が。だからもし台があったら、やってほしいし、なかったら、まあこれでも大丈夫だよね。でもし1個しかなかったら、花が、1個しかない場合は、鏡、台、作品、で、ライト。で、鏡じゃなくて、アルミホイルでも一応、効果はちょっとはある。1個やったらこうやってほしくて、で、家に、こんな台持ってないようやったら最悪アルミホイルを、そのまま引くんじゃなくて、ぐしゃぐしゃってやって、ぐしゃぐしゃってやった上に、これも、まあ、ありかな。何もしないよりは。っていう感じで、結局何が言いたいかっていうと、レジンの光が当たってる場所から収縮し出すもんで、上下から当てたいんだよね、できればね。あ、これ、台の D やったんや。ちなみに私は、こう、上下から当たるライトを所持しているのでね、こんな感じでやることになるんですが、上下から当たる方がよくて、なんやろうな、上下から同時に固まると収縮、全体から同じように収縮するで気泡が出にくい。片方だけ縮むと、縮んでない方に気泡が発生しちゃうもんで。ということで、本当は上下から効果できる環境を整えると、綺麗にできるかなって思う。これは特に立体モールドとかデケモールドの時は、かなり大事になってくるよね。球体とかもやけど。ということで、一通り説明が終わったところで、これをまず硬化しましょう。でね、この交換する時にね、私が最近やってるのは、なんかさ、こういうクリアファイル、ちっちゃくカットしたやつを一回下に引き、モールドギュッてもうちょっとデザイン歪んでるからね、この状態で移動してる最近。で、まあこれで硬化をします。で、眩しくなってるからこっちの方に移動していこうか。待って、あれをこう。わー、なんかごちゃごちゃに壊れちゃった。眩しくなっちゃうのでね、硬化値をこちらをしておきましょう。ポチッと。邪魔。一個なんか落ちちゃった。そう、ミラーと台、今出てきたね。ミラーと台はね、セリアにもあるよ。セリアも真似して出したから。真似して出したっていうか、セリアとキャンドゥって同じの置いてるよな、結構。多分パッケージが違うだけで一緒ちゃうかなって思う中身。で、してが効果値をこっちを移してこう。わ！あつこめさんが来てくれてる。いらっしゃいませー。どこ行ったかな？みんな初コメさんにコメントしてくれてるねんけど、私がそれを見つけれない。どこ行ったかな？あ、妖精あれ私、妖精出てきたっけな？今日は出てないよね、きっと。こんばんは、はじめましてって書いてくれてた。ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか参考になるといいなぁ。これね、1分硬化したじゃん。そして、帰ってきた。で、次にやることが、これ、羽生くんデザインやる。まだ1回やらんで。あれ、どこでやるんやって。いや、まだいいな。まだいいよな。次ね、やることはね、
背面の色とかを流す分だけを残して、待って、嘘。空気ここで切れるんだよね。最初に切らなくてもいいって説明したんだけど、ここで切れるねん、空気別に。最初に切らんでいいよなって気づいたけど、説明書収集するの忘れてた、それ。空気はここで切っても別にいい。真下に向けたやつだけ。で、切っておきましたと。で、やることがね、2ミリくらいかな、今回。残り、金箔、ホログラム、差し色、で背景色っていう順に流すねんけど、あとは。これを流すゾーンを2ミリぐらいだけ残して、レジン液をビャーって入れた感じ、今。若干入れすぎた説あるで。入れすぎたなーって思ったら、こう、取っといてもいいよね。入れすぎてないかな？これでいけるかな？私、この2番目に流したレジンが一番綺麗に作るために大事なんだよな。なぜかというのをこの後説明していきたいんだけど、これは説明書にもだいぶ詳しく書いたねんけど、多分、今から見てもらう方が早いと思う。難しいねんな、本に。写真と文だけで説明するの。もうちょっと少なくていいわ、いや、いいかな。ちょっと迷いが生じてる。もうちょっと少なくていい気がする。いいや。こんぐらいでいいや。とにかくね、この2回目に流していくのがすごい大切でね、何をしようかと思ってるかっていうと、ガタン。じゃーん。キャンデーのね、作業台と、あと鏡もね、保護シール貼ってあったね。あとダイソーのシリコンマットも貼ってあって、私騙されてね、保護シール貼ってあるまま使っとったんや、しばらく。全部貼ってあった。騙されたで。この2回目に流したレジンでね、やりたいことがあってね、これが、マジ慣れとる人しかわからんねんけど、1層目のレジンが縮んで、ちょっと隙間できちゃってるんだよね。わかりやすい場所ないかな。いやでもあんまりできてないな、今回。なんかね、こうぐるぐるって見ると、基本が下の方に入っちゃってるやつとかがたまにあって、そういう時にこう、2層目のレジンを、見えてなかった。こう隙間に広げて1層目に流したいんだよね。そうすると下の収縮した時にできた気泡を出すことができるねんけど、こう、ただこの時にコツがあって、そこの面だけは剥がれないようにしなきゃいけんもんで、こうモードを上から押し付けつつやるといいかもしんない。あんまりできてないな、収縮が。なんかやるとこあんまないな。見せたかったのに。D さんに期待しようか。とにかくこう、隙間を広げて一層目の収縮を直したいっていう工程がほんまはあるねんけど、収縮があんまりできんかったっていう。ないなぁ。あれかな、ちょっと。今こう、泡が出てきたと思うねんけど、これがね、やらずに、硬化仕上げちゃうと、モールドから出した時に、欠けてるんだよね、この気泡で。これを抜いときたいって感じ。とりあえず。なんか、強い気泡で死なない。気泡を取るときもね、今私頑張ってその場で潰しちゃったんだけど、ほんまは、こう、すくってティッシュに入れちゃった方がいいんだよね、気泡って。それとかこういうモールドの端っこに、どんどん流れていくとかね。ここにちょっとあるね、気泡。こういうのを出していく。これやるとだいぶ賭けが抑えれるのではないか。そんな思いですね。ないな、あんまり。
でね、ここまでやったら、こっからが結構大事で、そうそう。星にすぎるとそこに入る時があるんだよね。ただそれ正面ぷっくり修正できるけどね、結構簡単に。ちょっとここはコツがいるとこかもしんない。ここもあるな。この後に硬化するねんけどもう一回、その前に絶対やらなあかんことは、この縁についてるレジン絶対取っとかなきゃダメで今。っていうのもね、この硬化をした後、モールドをほぼ触らず行きたいんだよね。2回目の液流した後に固めた後に、もうモールド触りたくないんだよね。ちょっとわけ後で話すねんけど。今のうちに、バリの原因となる、この縁についてるやつ全部完全に取りたい。こういうヘラタイプのやつでシューってやるのもいいしね。ピンセットとかでピッピッってやってもいいので。で、さっきみたいにクリアファイルに乗っけた状態で、これまた2回目動かしますね。ここに入りました。そして効果。スタート。ピーン。すごい、ちゃんと進んでた。ありがとう。いっぱい書いてくれてた。そして、今途中から来てくれる方もお疲れ様です。金曜日だよ。眠たくなっていく方とかさ、眠りから覚めてくる方もいてる。やっぱ金曜日だし疲れてるかな、みんな。寒暖差が激しいから振り回されるよね。今日昼めっちゃ暑かったのに夕方からすんごい寒くなったな。で、こっちは、正直1分でいいんだよね、まだ。効果時間。ライトによっても違うねんけど、そんなにしっかり固めなくてもよかったりする。1分ぐらいでいいかな。最後にね、まとめてやるんで。行ってきます。ほうじ娘ちゃん行ってらっしゃい。何やったっけな。Have a nice day. ダメ、もういないんやった。学校行っちゃったから。ありがとね。お母さん後で伝えといてね。Have a nice day って。頑張ってねー。で、今ね、固めたじゃん、1分。こっからマジで触りたくなくて、モールドに。なぜ触りたくないかっていうと、モールドを持ったりしたら、また隙間空くねん。モールドとレジンの間に。で、この後カラーレジン流すもんで、その隙間から落ちちゃうんだよね、下に。なもんで絶対触りたくない、こっからモールドに。触らずやっていきたい、そんな感じ。まず今回のデザインはね、金箔とホログラムを飾り付けたいんだけど、いや、金箔とホログラムと差し色、すべて少量ずつしか使わないんで。何だっけ、どこにあったっけこれ。ダイソーやっけ、違う。セリアのペーパーパレットの上にね、色を作ろうと思うのですが、もうね、モールド触んないで。きつめに言うよ、だいぶ大事だから。モールド触んないで、これいこう。ここに、差し色用のレジンを作りたい。装飾パレット使うまでもないよね。クリアファイルの上でもいいかもしんない。ほんで、姫を、早すぎてもう映んない配信に。ってやって、みんな、触らないでってめっちゃ言ってる。姫をとりあえず垂らすじゃん。そしてからの、パールターコイズくんを、垂らし、姫と王子的な。垂らし、混ぜする。この上で。すいませんって言ってる。すいません。ね、もう触っちゃダメ、こっから、マジで。カラー流す前の工程まで行ったら、それ以降モールド触っちゃダメだよね。ちょっと白入れた記憶ある。もう忘れちゃった、先週作ったのに。
白入れた気する、こっちは。合うかな？とにかく色作っとこうって感じだよね。あ、そうそう、ダイソーにも売っとるよね。金箔と銀箔。あれ、キャンドゥでも見た気するな、私。結構置いてある気がする。あ、よかった。大きい声で行ってきましゅって言ってた。かわいい。日本語頑張って偉いよね。なんか濃すぎたかもしんないけど、まあ、線引くだけだからこんぐらいでいいや。ね、作りました。違うか。青が薄いんかな。いや、濃すぎたな、こっちが。もう一緒。薄く引けば。ほんで、金箔も、ピンセットどっか行っちゃった一人。パソコンのキーボードの上に乗ってる。金箔は黒ずんだりしませんかって。私の本使ってる金箔は黒ずんでないよね、4年前とかのやつも。ただ、ブリオンとかは黒ずむ報告最近めっちゃ来てる。ブリオンをレジに入れると、何日後かに真っ黒になるみたいな。その報告はね、最近なんかすごいもらうで、怪しいかもね。材料費削られてるんじゃない？世の中に流通するブリオンたちも。ブリオン黒ずみ報告は結構増えてきた最近。金箔は聞いたことないなぁ。ちょっと金箔をレジに軽く混ぜるとね、こんな感じに扱いやすくなるので、これを、レジンをね、金箔とか乗せたい場所に、もうちょっとアップでお願いします。どの辺乗せるかな？どこに乗せるかな？どうしよう、何も考えずに塗り始めちゃった。いっか。とりあえず、適当に表面に薄く塗っといて、そして金箔とプログラムを並べますよ。これ、シャニューくんのプログラム衣装についてたから、キラキラとね、金箔が真似しようと思うねんけど、この棒でいいかな？棒みたいなやつで、パフッと、いきましょう。これも結構バランスゲーかもしれない。一応、この後に、どこに青とピンク塗るかとかイメージしながら置くねんけど、それも伝えるのむずいねん、コツを。フィーリングで作ってるから。こんな感じで。金箔を、余白あるかもってとこに置いておりますね、今これね。ブリオンめっちゃ変色しますよねって。だよね、真っ黒になってるやつあったもん、私も。でもどこのブリオンかわからへんねん、いろんなとこ買っとるで。100均のやつも買っとるし、シーンのとかも買っとるし。どこのブリオンが変色したかがわからん。ただ昔そんなことなかったのになって思う。最近キーホルダーとかもすぐ変色するよねってね。よく話題に上がるねんけど。多分、材料費がね、手目されてるんだよね、中国。だいたい中国で作られとんねんけど、ハンドメイドパーツ。カビを防止するみたいな、なんとか剤の、ケチられ出して、いろんな金具が、黒ずみやすくなってる、最近。バランス変かもしれん。気持ち悪いかもしれない。とりあえず、ホロも置いてみてから考えよう。で、ホロはね、こんなぐっちゃぐちゃに入っとんねんけど、これもね、計算しておくねん。とりあえず。このでかいやつが、均等に散ってないと、バランス悪くなっちゃうもんで、こんなちっちゃいね、薄っぺらいやつのくせに、光当たった時存在感結構あるんで、計算しておかなあかん、このあたりに。でっかいの置いたら次ちっちゃいの行くみたいな。一応バランス考えておいてる。でも、一箇所に固めちゃっても可愛いかもしんないよね、よく考えたら。わーい。キワさんとかパーツクラブさんはね、ちゃんと下に置いてる気がする。
ただ、たまに、中国サイトと同じの置いてるなっていう商品もあるねんけど、基本的にはいいやつ置いてる気がする。あと、湯沢屋も良かったよ、私。湯沢屋でちょっと一通り買ってみて検証しとったねんけど。湯沢屋も、多分、業界の詳しい人によると、湯沢屋のは韓国で作ったパーツっぽいって言ってた。ゴールドの色味でわかるらしいねんけど。中国じゃなくて韓国系の色してるって言ってた。あら、高いね。結構ちょっとお値段高いねんけど、ちゃんと高いなりのものを置いてくれてるんだろうなと思う。ここに色が入る予定なんで開けてるねんけど。こんなもんかな。それで一回硬化しようと思う。わからへんな。そして硬化するときは、モールド触んないで。さっきのね、クリアファイルの上に置いたまま作業してたんで、クリアファイルごとライトの下に行くか。それかでももうこれね、固めたいのこの表面だけなんで、上からライトのしてもいいかな、パチョーンって。って思ってる。なので、アホライトで固めましょう。ポチー。これマジ20秒ぐらいでいいって感じ。わー、すごいたくさんコメント来てたー。チーンのさ、金箔ってさ、こんな細いボトルに入ってるやつだよね、多分。みんなのヘアライブでも持ってる方いたよね、確か映ってる方。あれ、一生分ぐらいの金箔入っとるやつやんな。やばいよね、あれ。多分そうやと思う。持ってる方たくさんいる気がする。もう20秒ぐらいやったでしょ？で、そしたら次は色をね、オシャン、ポイントカラーを入れたいんだけど、モールに触っちゃった、許して。今触ったけど、許してほしい。これ、マジで濃く作りすぎたな。一回薄めよう。オシャン濃く作りすぎちゃったので、ここにレジン液をちょいと出して、取ろう。そう思うと、お姫様は私が思ってるより濃度全然濃かったなぁ。なんか最初の方に後ろの方並べちゃったと思うんやけど。これじゃなかったな、美味しかった。ほんで、こんな感じで、線をね、引きたいわけ。なんでこの線引いてるかっていうと、羽生くんの服がこうなってたから。なんか、ほんわか線みたいの引いちゃったから。これを真似してるだけ。やっぱもうちょっと濃い方がいいや。濃いに使おう、やっぱ。引いておく。濃すぎたかも。パッと引きました。あれ、引く場所間違えたかも、次に青も入れる。とにかくふんわり線を入れていくという感じですね。なんか、引く場所おかしかったかも。なんかこう、調整してこの辺でピンクで収束してこう。こんなもんかな。入れすぎた。とか言いながらいろいろ頑張るわけよ。入りましたね。このままやとね、色わからんと思うんやけど、この後にホワイト流したら一気に色がわかるようになるからね。これでもう一回固めたい。もうすでに可愛いって言ってもらえてる。どうなるやろ？この裏面モールドさ、モールドから出すのわからんねん、仕上がりが。緊張するよね。うまくいくといいね。そしてもう一度固めます。こんばんはって今来てくれる方もありがとう。金箔買ったら一生かかっても使い切れないくらいの量届いたらしい。どうするもんさ、巻くベランダからなんか、金が降ってるみたいな演出みたいな感じで。でもそんぐらい届くやんな、あれ確かね。
羽生くんの衣装、お菓子と比較してある画像、お菓子のパッケージで例えられてる画像がある？それは気になるな。似てるんかな、お菓子のパッケージに。それとも、よくわかんなくなっちゃった。で、続いて最後のホワイトカラーを流しますよ。ここでやっと作り置きしておいた白が出てまいりますね。半透明白になるように作ったねんけど、どうかな。ここまで頑張ってモールド触らんように来たでね、大丈夫かなって思うねんけど、白を流す最後に。これでうまくモールドの隙間空いてなかったらね、気泡が出てこないんだよね、流した時に。隙間空いちゃってると、この白流した時に端っこから気泡がペポって浮いてくるんやけど、そのペポって浮いてきたやつも、シュッて取ってすぐ硬化すれば、意外と下まで落ちなかったりする。今、角っこからね、1個出てきてるな。この角。でもこのぐらいの大きさの気泡やったら下までは落ちてないんだよね、色。ここも怪しいね。でもそんな大きいのじゃないから大丈夫かな。色が下まで落ちちゃってると、でっかい気泡が浮いてくる。ボーンって。これも多分ね、継承っていうか下までは行ってないと思うよ。ね。で、これ、浮いてくるじゃん。これをさっさと取ってもうすぐ硬化しちゃう。は置かない。サイクルを放置しない。うわぁ。シリコンブラシじゃないと救えない私。ね。そういう子たちを回収し、最悪、モールドから出した後に穴のとこ、気泡ができてるとこ埋めてもいいからね。とりあえず回収し、そして、ライトで硬化、ちょっと待って。1個いる。ライトで硬化する。そそくさと硬化する。まあでも、最初の1層目だけ上下硬化したいねんけど、それ以降は割とどうでもいいよね。そんな感じ。これでまず1個できるのではないかと思いますので、少々待ってみましょう。金箔ではなく金が欲しいって。だよね。今金高いよね、きっと。金って価値が上がり続けてるんじゃなかったっけ？私もってかみんな金が欲しいよね。いやー、小森さんの声は本当に眠りを誘います。なんか、さっきからチャット欄に寝そうな人がたくさんいてる。大丈夫かな？アルファベットシール、個別、クロッチャショップ置いてる？私が仕入れてって言ったやつだ。ちょっと気になるな。チテでさ、T ばっか使いすぎたからさ、1枚ずつ買えるやつを仕入れてほしいって言ってたやつを仕入れてくれてるっぽい。見てみよう。今硬化してる間に。こんばんは、可愛いのができてきてますねって。ねえ、今からモードから出すところですごい大事なとこなんでよかったら見ていってくださいね。お疲れ様です。こんな遅くにね、ありがとうございます。置いてるかな？ほんまや、置いてるやん。しかも安い。めっちゃ安くしてくれてる。多分来週のライブぐらいで自分が仕入れ頼んだやつやで紹介すると思うんだけど。アルファベットの T ばっかなくなるもんで、個別のやつを買ってほしいって、置いてほしいってリクエストしたら置いてくれたこういうやつ。また来週紹介しよっかな。チテばっか使ってたからね。裏も固めよう。わーい。裏はね、表2分、裏3分ぐらいは固めたいね。これ最後の効果だからバチコリめに。どのバランスで仕入れたかは謎やな。とりあえず私は、
t がいっぱい必要なんやけど。でも多分さ、一番よく使うアルファベットって A とか A, I, E, あいうえおのあのあたりが一番よく使うかなって思うんやけど。どれがなくなるやろうね。そろそろ完成しますぞ。パーツクラブ本店の 20% オフに行ってまた買っちゃいましたって。前回の配信で明日から始まるってみんなが言ってたやつだ。20% オフは熱いね。きっといっぱい買ってしまった方が他にもいるはず。M もすごい多いね。なんかな S とかも多い気がする。これでね、なんとなくほんわかと表が見えてると思うので、出してみましょう、いよいよ。うまくできたかな？このふわっと見えてるのがドキドキするよね。多分、ショートで作ったやつよりちょっと濃いめに作ってみたんでどうなるでしょうか。では、開けてみましょう。うわあ！かわいい！キラキラの、ちょっとラメ強すぎたかな？うわ。私思い出した。ショート動画の時、これとピンクとクリア混ぜたんやった。これだけでやっちゃったからラメラメになったけど。まあ、でも可愛いよね。じゃーん。下に置いた方が色がわかりやすい。こんな感じになっておりますね。ね、可愛いよね。私このカラーまた作りたい。他のイニシャルも作りたいと思ってる。という感じ。このさ、ほわほわ部分の色を別の色にしても可愛いよね、きっと。ピンク水色で作ったけど、他の、なんやろ。クリスマスやったら緑赤とかありか？もしかして。とにかく背面に白流したらね、勝手に統一されると思うんで。黄色とオレンジとかで作っても可愛いんじゃないかな。もしかして他のグラデってか、ほんわかラインバージョンも作るかもしれない。まず S ができましたね。ということで、続いて D を作ろうかなと思うのですが。ね、横もね、液落ちてないんじゃないかな。うまいことできてたからね。横もこんな感じで、ボコスカの穴ぼこもなくね、だいぶ気をつけて作ったんで、上手にできてるんじゃないかなと思いますね。竹とかできないようにすごい気をつけたんで。さすがにできんよね、あそこまで対策したらね。という感じです。そっか。いつも下に漏れてた原因分かった？もう触っちゃダメやね。そうそう。10日後にね。あれと、もう隙間空く速攻。同じ感じで作ろうと思うのですが、D をね。次は、花ぎっちりでいきたいと思いますので、お楽しみに。ということで、さっきの眠ってた D さんを呼び覚ましまして、寝落ちしてる間にできてた。お疲れ様です。みんな疲れてるから寝落ちしちゃう。ということで D を作っていこうと思うのですが、ぎっちりタイプは実はちょっとむずい。こっちより。なぜかというと、鼻の気泡がその分出やすいもんで、こう出した時に、おらんかったやんけみたいな気泡が出やすいんだよね。鼻いっぱい使い方が。だけど頑張っていきましょう。もっとやることは一緒でね。まず、下の面が埋まるぐらいのレジンを、ピャーっと流す。で、ちょっと足りてないんだよね。そして頑張って花を並べてこっか。どうかな？ 1 時間ぐらい経ったよね、ちょうど。この花浸してから。でね、これ浸した後にもね、こう一回やった方がよくて、まだ出るんで。崩さないと出てこない気泡とかもいるもんで。こういう葉っぱとかは避難しておいて、かけらは。はい、ちょっと軽く潰した方がいいね。あんま崩れると困るから、ほどほどにっていう力加減がむずいかもしれないけど。まあ大丈夫そうかな。だいぶ抜けてるかな、気泡は。じゃあこれを頑張って並べてこうと、
寝られる方も、おやすみなさい。いい夢見ろよ。あばよ。D の名前大輔しか思いつかばなかった。大輔、大輝。私、大輝、ムカつく元彼におるわ。他になんかあるかな。でも、大ちゃん系たくさんいるよね。大がつく始まり。でもさ、大以外でなくない？ダジズってどうやろ？どで始まる名前なんかあるっけ？あ、ドラえもんとか。あ、名前じゃなくてキャラクターになっちゃった。キャラクターとか、まあ、さっきから出てきてるディズニーとかさ、ダイソーとかならいっぱいあるけど、人間の名前の D で、だがつく以外はなかなか思いつかん気がするんだけど。大悟。大悟！本当は大悟だった。本当は大悟だったって何が？ドナルド、ドラえもん。ど根性ガエル懐かしいね。ドキンちゃん。土井さんってさ、ハイドの本名っていう噂になったやつでね、本当は本名土井じゃないらしいで。なんか一時期、土井さんっていう噂は出たけど、本当は違うらしい。その土井さんでやってるかな？こう出てくるよね。デンジ君、道明寺。イニシャル D もだ。ドスコイクマ！ほんまや。じゃあこのさ、プレゼントする予定のさ、D さ、ドスコイって書いていいかな？だってドスコイやったら私のキャラクターだから許されるよね。書いても。ドスコイって、ここに、なんか、イニシャルシールで。ここがいいかな、バランス的な。ドスコイとか貼ってもいいかな。届いた方喜んでくれるかな。ドスコイって書いてあっても。いっぱい出てくるね、D。そうそう、土井八郎とかっていう噂で撮ってあんな昔、ハイドの本名。全然違うらしいで、ほんまは。私、長くファンクラブとか入っててガチ勢だったからね、割と初期に信じてがっかりしてたんだけど。あれは嘘らしいで。ちなみにこの配置なんやけどね、濃い青が散らばるように一応気をつけてる。それだけ。それ以外何も考えてないので。頑張れみんな頑張って。頑張れ。花々よ。このつぼみのやつマジで気泡出るからすごい注意、このつぼみタイプさん。この下見てちゃった方がいいかな、バランス的に。いい。ドスコイで目が覚めた？キャンドゥの D も D か。でも頭じゃないからな。じゃあもうダイソーってイニシャルで届くよりドスコイの方が嬉しいよね、きっと。ドスコイ貼っていいってみんな言ってるから、じゃあ貼ろう。この後。それを今日のプレゼントにしよう。英語だったらドロシー。そっか、今アメリカに住んでるから、ドロシーちゃんいてるんかな？ドナルドとかはドナルドってさっきから出とるか。日本ないよな、マジで。ぎゅうぎゅうにしたい。ちょっと、これ、どっちが表かよくわかんないね。こっちだ。ぎゅうぎゅうのぎゅうにしたい。で、みんなで考えると結構出てくるよね。ちょっと、なんか、適当にやったけど結構いいんじゃない？ここに白い。それっぽいんじゃない？欲張ってパールとか入れちゃおうかな、隙間に。待って、なぞるの忘れてるじゃん、私、補充で。土井八郎に夢中で補充のこと忘れてた。ごめん、補充呼び忘れたけど、ちょっと、一応、気持ちだけなぞっといてや。この角っことかね、特にできやすいんで。軽くなぞっといてや。いい。とりあえず一回花が全部入りましたね。隙間にさ、せっかくなんでパールを入れようかと思ってる、この。
パール。ちなみにパールね、浸しちゃダメなんだよね。なんか、最近気づいたねんけど、パール浸しとくと、溶ける、表面が。長時間浸してなければ大丈夫やねんけど、30分以上浸すと、ツルツルは、マットになる。パールね。これも仕入れ先によるんかもしれんけど。だからね、直前に入れるようにしてる、パールは。土井八郎はさ、組み合わせが、なんやろ、強すぎるよね、響きが。そのせいで補充もね、忘れられていく。このパールを入れるとなると、パールもね、大きめのやつを、等間隔で散らしたくなったりして、なんか、よくわからなくなってくるね。まず大きめのやつを等間隔に散らして、3個ぐらいでいいかな。そして、その後にちびっこたちを大きめのやつの、間あたりとかに、入ってもらうって感じ。こんな感じで。そうすると、謎のいいバランスになるんじゃないかなと思う。細かい。こっちの方がいいかな。こっちの方がいいんだよね。こっち。よし。これが、もうちょっとこっちがいい。こんな感じになるか？じゃあ、ここの隙間空いてるのキモいじゃん。これをギュッとやって、なんとかする。で、バランスを見てね、これ硬化したいと思うんだよね、一回。ちなみに、まだ2層目入れる前だから、この、今汚いやつ、これ後で硬化した後に取ってもいいね、こいつら。ただ、硬化する前に気泡が結構あるから取りたかったりする。なんか、歪んできてるね、どんどん。だいぶ細かいんで、補充に頑張ってもらうか。ちなみに、こういう時こそね、黒背景にしたいんだよね、ほんとは。黒背景よりもっといいのがトレースライトやねんけど、線繋ぐのめんどいでいいわ、今日は。黒背景にすると相当見えるよ、気泡。結構あるんだよね、白背景じゃ見えなかった奴らが。鼻の横とかに浮いてるの、いっぱい見えるね。気をつけたかったらこう撮ってもいいし、ちょっとぐらい入っとっても可愛いけどね、気泡も。ちっちゃいやつが入る分にはね、なんかキラキラして可愛いと思うとか、気泡が入ってるデザイン好きっていう人も結構いるんだけど、このあたりは好みによるんかな。この木が倒れてきてるんだよな。とりあえず細かく取りまして、で、硬化しようと思うのですが、なんと、これね、硬化するときにね、あれを発動しようと思うので、今眠たい方、ちょっと、あと2分ぐらい起きとってね。何か始まんで、この後。この気泡を取った後に何かが始まりますよ、ということだけお伝えしておきましょう。しまった S のコーティングにしたいって言ったけど、どう考えても D を最終仕上げまで持ってこうとしたら、足りんな時間が。よし。で、取れましたので、これもまた1層目なので、上下ライトに、移動したいと思います。これを硬化してる間に何かを始めましょう。バーン。間に合ったかって言ってる。そう。どうかな？何か始まるかな？ということで、ポチーン。タイマーをセットしましたよ。何か始まりますね。金曜日はね、起きろやーって言わんねん。本当に疲れとる方が寝てる可能性あるで。てかでも最近、ヤンコマサボってるよね。そもそもヤンコマが最近いない疑惑もある。ということで、ただいまよりプレゼントチャンスが始まりましたよ。本日はただいま効果中の D にドスコイという
ロゴを入れてプレゼントにしたいと思いますので、ぜひご応募ください。ご応募方法は右上にただいまから10分間だけ出ておりますよ。もしスマホで見てて、チャットが表示されてる方いたら、チャットね、一回閉じなきゃダメだね。画面を一回更新するから開き直さなあかんねんけど、概要欄を開くためにチャットをね、閉じなきゃいけない。そんなことも最近発覚したよね。プレゼントイエーイって言ってくれてる。ありがとうございます。みんな遅くまでね、お疲れの中、見てくださり、本当に感謝です。今、ドスコイ作るためのヒート探してる。これ薄いんだよな、文字。あ、これにしよう。これでいいや。昔のセリアのスノードーム型のシリコンモールドで、ドスコイ川立くまちゃん作りました。だって、スノードーム型のシリコンモールドって何やろ気になる。私さ、セリアチェックしだしたのが割と最近やもんで。ずっと昔のやつ知らんねん。スノードーム型って気になるね。グッドボタン完了って、ありがとうございます。ご応募くださった方。この辺かな。ということで、さっきと同じ手順でやっていこうと思うのですが、まず、クッキー対クッキー。パチ。なんか、ボキボキって。クッキーを切っていき、中についちゃってるけど大丈夫。後でテープでペタペタ取るからね。クッキーを切りましょう。今日は D にドスコイって書いて当たるけど大丈夫？それでも欲しいよって思ってくださる方はぜひ応募してね。全部カットしたかな？この切りカスみたいなやつはテープで取っとこう。ペチャペチャ。次にこのモールのとこについてる下のやつも切っちゃえ。でね、またさっきみたいに2層目を流して、気泡を抜きたいんやけど、ほんま2層目流したって私いつも1時間ぐらい置いてる。今日はさすがに置けへんけど。とにかく、綺麗にした後に2層目のやつを流しましょう。応募完了しましたってたくさん書いてくれてた。ありがとうございます。そして誰かがハートをしてくれてるのも見えてるで。ありがとう。危ない、コーヒー入れてる場合じゃねえって。こんな時間にコーヒー飲める羨ましい。私この時間に飲んだらね、朝まで寝れんくなっちゃうねんな。カフェインに弱いから。グッドボタンもありがとう。励みになっておりますよ。お父さんの誕生日なので、お父さんの名前で応募しましたって。ありがとう。お父さんおめでとう。今日誕生日かな。じゃあ、読ませていただき、たくさんコメントありがとうございます。ナイスやんけ、次。そう。2層目のやつを流しましょうって思ってるんだよね。茎が、これ茎じゃなかった。2層目もね、背景カラーを、2ミリか1ミリぐらい流したいんで、そこだけ残して、残り入れる感じ。1ミリぐらい残るように。D ほんまめったに作らんで結構レアやな。入ったかな？どんぐらい流したら私、流しすぎたかな？なんか流しすぎてる気がする。猫の名前で応募してみましたって、多分届くもんね、猫ちゃんの名前でもね。動物も大歓迎という感じでした。この本が欲しかったので購入しましたって嬉しい。
めっちゃ頑張って書いたんでね、届いた方よかったら読んでやってください。私もう多分ね、次、本系の仕事もう受けないと思う。なんかね、自分が書きたいことを全カットされる苦しさを知ってしまって、本を出すのが大変ということをね、学んでしまったよね。もう本気出さないかも一緒。と思ってる。あと2冊ってるんだけど。一番ライブが伝えやすいかなって思うけど、でもやっぱ時間が必要だもんな、長く見るのにね。作り込み系動画が一番手っ取り早いんかな。そういうなんか伝えるの難しさを最近考えてるよね。私も4時以降コーヒー飲めない？一緒だ。私3時もダメだったんだよね、昔。3時で飲んだコーヒーでも朝まで寝れんかった、昔。で、今回の D さんはね、いい感じにすごいわかりやすくなってるんじゃないかなって思うねんけど。どうやって聞こうかな。ね、こことかすごいわかりやすいと思う。下段に入ってる気泡が、こう、隙間広げると浮かせれるんだよね。こう、浮いてくるんだよね。みんなすごい大事やっとくの。とりあえず表に出したら何でもよし。この気泡ができてるっていうのを見分けるのも結構難しかったりするんだよな。鳥肌に固まったレジンがある。そういうのも取っておきたい。だから結局さ、拡大鏡いるんだろうね、私。何年後かになったら。他はどうかな？そんなにないかな？ここも怪しいかな？あるね、今日。できたね。こういう感じでね、この角はわかりやすいね。これを出しときます。でもあるじゃん。押しピンの下にいてるな、よく。これを出しときたい。違うかな。大丈夫そうな気する。今いるまだ。で、本当やったら普段この状態で1時間ぐらい置いとく。カンカンとかに入れて。今日は置けないんだけどね。で、応募の時メッセージ書く欄ないですよねって。ない。当選した方にメッセージ書く欄があるフォームが届くっていう感じになっておりますね。700人、あれじゃない？またバグのやつじゃない？急におかしくなるやつ。ちょこちょこなれるの。でもその人数増える現象の時に、グルコサミン現象起きるんだよね。大丈夫かな、今日は。たまに YouTube バックでね、なんか 1.5 倍ぐらいに表示される時あるんだよね。前なんかおかしい数字叩き出したよね、一回。何やったっけな？誰かがスクショ撮って送ってくれたねんな。2200、違うっけ？なんかおかしい数字叩き出したねん、以前。バグで。よし、これを。記号を取りたーい。取ってね、硬化して出して、とりあえずドスコイン、S の塗り方も見したいんだよな。遅くまでやればいいか、今日。猫式ちゃんが、途中で寝に来るやろうけど、ほっとこう。いつも私が、うるさい中寝てるから。で、キーホーを取ったら、2回目の効果をしたいんですが、上からでいいかも。だいたい取れたかな？これで。2回目の効果もここで、アホライトでしちゃおうと思いますよ。ペポーン。ローバーズに登録してほしいって書いてくれてる。やばい、私忙しくて、前回の資材王の方たちもまだ登録できてないんだった。
ローガンズ、じゃあ今からさ、受け付けとこっか。ちょっと忘れんようにローガンズ、ここからって、自分のコメント残しとこう。ローガンズ入りたい方ね、よかったら、ここのコメントの、チャットからしばらくの分をチェックしておくので、残しておいてください。ローガンズというのは、被ってるプレゼント企画と。ということで、プレゼントチャンスが、これにて終了となりましたよ。ご応募くださった方、ありがとうございました。毎回10分間だけやっておりますので、またアーカイブ見てる方も遭遇したときはぜひご参加くださいね。ローガンズはね、もうその名の通り、ローガンだけど、ハンドメイド頑張ってる仲間を集めてる。集めてるだけで別に何も、ゆるこまが邪魔じゃん。集めてるだけで特に何もしてないねんけど。久しぶりにローガンズも募集しようか。今767人。ね、4ページ目までいっとるねん。この中に入ってる方の名前あるかな？もし、ないよって方はね、また報告してね、追加し忘れてるっぽいんで、お願いしますって感じ。コメントとかチャットを打ってもらえると、また追加しますよ。で前回資材用もやったねんけど、まだ追加できてへんわ。土日に結構時間できるはずだから。何分固めたっけ？もうちょっとやっとこうか。土日に追加しますね。ローガンズ入りたいですって、ありがとう。ちなみに20代でね、もう老眼になっちゃってるこまりこさんもいてたからね。なんか今、早いっぽいよね、スマホとかの例もあるかもしれんけど。早い方もいてるらしい。でね、なんか、机に固定できる拡大鏡とか、ダイソーに売ってるメガネに重ねる拡大鏡とかね、いろんなやつあるらしいで、便利グッズ。入会金はない、さすがに。そんなんで取らないよね。機材用もあるよ。機材用は、前回も募集したねんけど、今めちゃくちゃ多いよね。これもやばい。資材用は、資材がまだ使ってない資材とかあるのに、どんどん材料ばっか買っちゃって困ってる人たちの集まりって感じ。で、すんごい久しぶりに出すと、このローガンズも資材用も、SNS でね、実はお遊び企画みたいのをやってて、こんな感じで。ただ今インスタのタグがさ、おかしくて、時系列順に表示されないもんでね、最近このタグがうまく活用できてないねんけど。私気づいたんだけど、スレッズはさ、ちゃんと順番に出るね。こまりっこタグピッて押すと、ちゃんと新着順で出てくれる。インスタだけ今仕様がおかしくて、タグ検索しても2、3年前のやつが出てきちゃうもんで、上の方に。あんま機能してないんだよね、一応こういうのあるねんけど。ということで、次のやつを。次の工程に進むのですが、たくさん参加したいって言ってくれてる方いる、ありがとう。土日にね、前回の配信と今回の配信で入りたいって言ってくださった方をまた追加しておきますね。めっちゃ増えるんじゃんまたね。ぜひぜひご参加くださいね。まあなんか、あれじゃん、みんな、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃないけどさ、なんやろ、みんなで大変やけどみんなで頑張ろうね、的なそんな感じのニュアンスって感じ。ただ集めて見てるだけ、みたいな。資材用も人気。買っちゃうよね、どんどん。私も、ね、最近ちょっと100均に行かないように気をつけてるんだよね。セイヤに新作出てるんやったらちょっと行きたいなぁ。なかなか淡くて良いお色じゃないですか、この人ね。ウォーターって感じだね、なんか。いい感じ。ちょっと流しすぎたか？大丈夫か？大丈夫そう。ちょっと、でも角っこから気泡出そう。そうだ、出てこんから大丈夫かな。なんかうまくいってるっぽい。このまま行くね、じゃあ。いや、ちょっと流しすぎとるわ、多分。浮いとるねんな、表面からとこって。流しすぎた、若干。
回収して硬化しよう。あ、ここもしかも埋まってなかった。ここにバリがある。もう一回後でばあちゃんになんとかしてもらおう。じゃあ、硬化。ね、いい感じの色やったよね。ばあちゃん図も作るんかな。この後多分今バリできたから、ばあちゃん登場するかな。でも、タミヤくんで撮れそうな感じではあったな。うん。色綺麗よ、色が好み合った方が多くて嬉しいな。そして、はじめましてって書いてくれてる方も、ローガンズとシダイを入りたいかな。ありがとうございます。また、今コメントない、チャット書いてくれてる方ね、全部追加しときますね。いつか、なんか最近、ぼやっとして見えにくいって言った方も、いつでも入れますので。まあ、見えない、老眼にならないのが一番やけどね、全人類がなるらしいでね、最終的に。ならない人間いないんだって、調べたらそう書いてあったで。こうか。うまいことできてるね。これもう、型から出すの楽しみだね。可愛くなるんじゃないでしょうか。レディー始めたから、目がって、何これ目がってめっちゃ可愛い。あ、何ギガとか何メガの絵文字じゃない？めっちゃ可愛い。そうだよね、私も、丸カンとかさ、頑張って見てるうちにどんどん夜中とかぼやっとして見えなくなっちゃったな。うん、そんな感じだった。視力ね、私ね、老眼じゃない方の視力の方はね、0.0001 ぐらいなんだよね。なんか、測定不能落ちらしい。一番でっかいやつがまず見えないじゃん。視力検査の時に。で、見えないと、なんか、カードみたいなやつ、でっかい、C って書いてあるやつにでっかいカード持って先生がどんどん近寄ってくるねんけど、もう一番目の前まで来ても見えんかったりなんか呆れられたよね。冗談かと思われたっぽいけど、ガチで見えてなかったんだよな。0.0001 ぐらいらしい。うん。いろいろ作りたいクラブはあるよね。あ、ここに気泡いるじゃん、これ。これの直し方も後で説明するんで、ここに1個気泡入っちゃったんだけど。これ直したいから後で説明する。ばあちゃんどうかな？この後出てくるかな？ばあちゃんクラブとかタミヤクラブとかの補助クラブとかもうちょっと作れそうなやつは結構あるよね。あ、そっか、メガムスカ大佐だ。今日は違う。あ、今日金曜ロードショー何やってるんだろう？気になるな。学生の時 0.008 です。もう 0.01 より下になったら全部一緒だよね、きっと。どうせ見えてないって感じだよね。私普段メガネ。そっか、小森さんのレジン、見て、始めたものです。チャットはずっと見る線してましたが、思い切って参加してみたってありがとうございます。そしてまた追加もさせていただきますね。今さ、目悪い方多いってか、目がいい方がレアじゃない？むしろね。長女が小4の時、クラス半分メガネだったからね。半分かな ?3 分の1かななんかメガネの子ばっかやなって気づいて。今時の子やっぱ、スマホがあるから、目悪くなるのみんな早いんかって思った。最近の長女が今中1やねんけど、ちょっとコンタクトに興味を持っとるらしくて。もうちょっとしたら考えようかって言ってある。で、私も、コンタクト中2からしたんだよね、確か。今ってコンタクトさ、1デーとか、2週間とか、1ヶ月とか、いろいろバリエあるじゃん。私が中学校の時ね、そんなんなかったんだよね。1回買ったら何年か使ってくださいっていうコンタクトしかなくて。で、しかも1枚4万ぐらいしたんだけど、私コンタクトを親に買ってもらった次の日ぐらいにさ、水道に流しちゃってさ、4万やったか2万、片方2万分が、違う、両方流してんけど忘れてたな。水道もね、昔の水道屋で、ほら、ちっちゃい穴とかなくて、でっかい穴の水道だったわけ。もう買った次の日ぐらいにちょっと今日おかん来てないよな。ほんまごめん。もし聞いとったらごめん。あれもマジ
申し訳なくて覚えとる。初めて買ってもらったコンタクトを次の日ぐらいに流しちゃったんだよね。すごい、ごめん。本当に。当時は、期間とか定められてなくて、とりあえず1回買ったら2、3年つけるっていうやつしか売ってなくて、で、すごい高かった。今なんて、ワンデーとかね、買えるじゃん。できたー。すごい謝りたい。今、急に思い出して。私もし今、長女にやらせるのはワンデーからやらせる。ワンデーでいいのかなって思ってる。私片方5万のハードコンタクト学校で流してマジで死ぬと思いましたってそうでしょ。きっと昔そうだよね。昔って今と違って、洗面所の排水口のとこも細かい網とか貼ってないんだよね。結構ボコッと、穴のとこに十字架があるだけみたいな。そういう洗面所だったからさ、昔って。流れてくんだよね、スーって。ということで、そんな話をしながら、DS が完成してるじゃん。DS って古いよね。スイッチの前の前ぐらい。よし、出してみましょう。どんな感じかな。いきまーす。わーい。華やかさん。これは華やかな感じで可愛いのではないでしょうか。で、ここにドスコイの文字が入ると、すでにめっちゃ、でも金色やったら、ちゃんとドスコイってなるよな。可愛い、これは。色もいい感じで、一番強い、何グリーンやって、ピーコックグリーンの薄いやつの背景にできた気する。めっちゃ好みやった。流しちゃった時もう一回買ってもらった。ごめんなさいって言いながら。だって片方だけ流しちゃったからね。片方じゃ使えないからね。もう一回買ってもらったけどめっちゃ申し訳なかった。一箇所直したりとか。ここにね、ちょっと気泡が浮いてきて、賭けがあるじゃん。これは同じ色を、小塩ではなく、ポジコで入れたい。これだけちっちゃい穴は。見えにくいかもしれないけど。あれ？ここかな？ポジコとは、100均の接着剤コーナーに売ってるシリコンスティックね。ボンドコーナーというのかな、文房具の。これを、フレームと同じ色。ね、ここね、入れたいんだよね。で、めっちゃ上手に、量管理めっちゃ上手にやれば、この後剣もいらないんだよね。本当に平らになるようにうまいこと入れれると。剣もいらなくなるんだけど。できれば剣もしたくないよね。めっちゃ上手に入れるとどの角度から見てもくぼみがないというか、違和感がなくなるんだけど、めっちゃ上手に、今上手に入れれてる、なんていうか入れれてるんじゃないのか、これは。今日一集中してる。剣もしたくないから。多分いけた。おー。よし。こんばんは。今日はお花入れた作品作ろうと思ってたので、参考になりますって。よかった。今日はね、序盤からだいぶ花作品のコツについて話せてると思うので、よかったらアーカイブも見てってくださいね。役に立てるといいなぁ。ダイソープラスチックのホジコしかいなかった。シリコン製のやつがね、いいんだけど、プラスチックのやつもあるんや。眠いの限界なのですいませんって。ねえ、ありがとね、限界まで見てくれて。いい夢見ろよ。あばよ。ありがとね。ということで、この後の工程なのですが、まずバリチェックしよう、バリチェック。やっぱここについてるんだけど、これ、ばあちゃん出番ないかも。神谷でそげるぐらいのバリしかないや。ここ。あんまりないな。こう見たときに、
斜めぐらいから確認するのがいいかな。今みんなこのカメラでカメラで見える目線。このぐらいの角度で、コーティング塗るときの目線みたいな感じ。こう見たときに、歪んでたらヤスリ使って整えたくなるんだけど、ここのラインというの。モールドの表面に当たる場所。もう今日うまくいっちゃってるんだよね。特に整える必要がない今んとこ。ガタガタになってたりしたら、ここでばあちゃんなりヤスリなりで整えるねんけど。全部うまくいってるなぁ。この角度で見るとね、歪んでるときすごいわかりやすいねんけど。全部うまくいってるから、ばあちゃんの、待機ばあちゃんがたくさんいてる。ここにちょっとあるね。わかるかなここに、ちょんってあるね。これもタミヤで取れちゃうからちょっと、呼べないね、今のところ。特に必要な場所がない。このチェック結構大事かなもし、レジンの入れる量が多かったり少なかったりすると、ここのラインが、ね、ガタガタになっちゃったりするねんけど、ちょうどぴったんこ入れられてると、こんな感じで修正不要になるって感じかなばあちゃんが待機してる。ちょっと出番来るといいね。いやでももう今日来そうな場所がないな。ということで、この後にやることは、私はいつもだったらこの後、ヒートもつけますね。なので、ヒートもつけましょう。タミヤはね、すごい仕事してくれるよ。ちょっと、大輝ばあちゃんが何十人もいてた。今日なんかうまくできちゃってね、出番なかったね。内側とか、S とか D の内側はどうかな？いや、うまいな。うまくできてて、出番がない。ヒートン穴もね、今レジンを入れているんですが、これがもし、不透明カラーだったらこの部分が。レジンじゃなくて接着剤を入れた方が良くなるねんけど、今日は両方ともこのヒートン穴があった部分はクリアなんで、レジンで出ちゃうかな。これ説明書にも書いとったねんけど、ヒートンのサイズと、穴のデカさが違ってると、ヒートンが取りやすくなっちゃうから注意なんだよね。私がこの穴を開けるのに使ったのはダイソーに売ってる押しピンなんやけど、8ミリヒートンがすごいジャストフィットって感じ。穴とヒートンのサイズが合ってると、ヒートン最後の方頑張って回さないと入らないぐらいの硬さになると思う。で、あとはヒートンちぎれちゃう方がね、結構報告受けてんねんけど、穴の深さ足りないとね、ちぎれるんだよね、ヒートンって。だから穴の大きさと深さがヒートンに合ってるか否かがすごい大事かなーって思ってる。こんな感じで入れたら、一回硬化しましょうと。その後にサイドコーティングいくかな、多分。ドスコイはその後でいいかな、春の。で、硬化します。ヒートンの向き、いつも悩みますって。せやろ？つける金具によって私変えてる。チェーンタイプの時縦につけて、今日キーホルダーにつけようと思ってるからね、横につけてる。こんな感じになるよね。明日も仕事なのにこんな時間にイニシャル作りたくなるって。じゃあ明日も頑張ってね。お疲れ様です。我慢してね、なきゃね、体調一番だからね。特に大阪のファンフェスに来られる方、もう約1週間後だから、気をつけようね、体調ね。私もね、ビタミンドリンクとかなんか買ったで、気合い入れて。どうかな？大丈夫かな？こんな寒暖差がすごいで心配しとんねんけど。自分は大丈夫そうな気すんねんけど、子供が学校からもらってきそうで怯えてる。とりあえずね、S を抜いたくはあったんやけど、D を最後までたどり着きたいということで、とりあえず D からやろうと思うんですが、使用するのは、他のためのレジンコーティング剤を使用します。で、私が最近お気に入りのダイソーのリップスティックで
塗ろうと思います。ちなみにグリーンオーシャンさんにも置いてある。なんか、みんなによると、コマリンライブを見て仕入れたんじゃないかという噂も出てますが、大入りみたいなやつ置いてあるよね。これでね、塗ってくんだけど、一片ずつ塗りたいんだよね。D の場合は、まずここの一片だけを塗る。で、コーティングもだいぶコツがあって、量がとにかく大事で、なんやろね、垂れないギリギリ量ぐらいが理想で、少なすぎると効果中に弾いたり、あとポツポツが少ないと目立っちゃったりするんで、ちょっと垂れそうで垂れないたっぷりめに塗ってる私は。でもこういう直線やったら簡単よな。あとはこの、斜めも塗りたくて斜め。ここ意外とね、塗れてないパターンあるんで。で、これ斜めに塗ると、表と裏にはみ出しちゃうねんけど、別にいいねんな。その後、表面と裏をぷっくりする作業の時に、ごまかせるんで、ただとボコってしてると、なんか、支障が出るんで、このはみ出した分は、鳴らしときたい。こんな感じ。角塗って表裏にはみ出すけど、はみ出した分構成は大丈夫だよって感じ。塗ったじゃん。そしたら効果するよね、とりあえず1点。でも、残りは全部一気に塗るつもりやし、この後やるのまた。間に合ったって、間に合ってるお疲れ様です、こんな時間まで。結構量管理が大事でね。で、今見てくれてるこのライブ動画の概要欄に、コーティングのコツ動画があるのでね、こちらが一番、今まで細かくかけとんかな、もう忘れちゃったな、久しぶりに。ずっと見てないで自分の動画なんて。で、今ね、20秒ぐらい固めたねんけど、固まりきってないねんけど、この後の工程で触らなければ問題ないんで、このまま残りないねんけど、こっち側ね、私一筆で塗っちゃう。ただこの一筆で塗れる液の種類が限られとって、今これ、作家のためのレジンコーティング剤、トロコートって書いてあるねんけど、粘度が高いんだよね、このコーティング剤。なんで、このぐらいの長さやったら一筆で塗れるかな。もっと粘度低いやつやと、こんだけの長さ塗ると垂れてくる途中で。だから、粘度があるコーティング剤は、レジン塗っちゃってもいいんやけど、レジンはな、ちょっと硬化に時間かかるからな、こういうとこ塗ると。サラサラタイプのコーティング剤ではこれ一筆は無理だと思う。っていう感じでね、なんか粘度によって、一気に塗れる面積っていうんかな、面積がね、結構違う。そうコートはこんぐらいならいける。ちなみに、その方法で S もやろうとしたんだよね。一気に塗る方法で。ちょいやれるかな？こういう広いとこを一気に塗るときは、ずっと同じ角度で持ってると垂れてくるんで、コロコロ持ち替えなきゃダメ、こう。いろんな方に向ける感じ。ずっと同じところでキープせず。ちょいと、やり直しております、今ね。ちょっとでもキープしてると液溜まってくるんで。そして全部塗れたなって思ったら、ライトの中でもうしばらくこう、なんやろ、動かしたいんだよね。一箇所に液が溜まらないように。広いところ塗るときは、それ気をつけなきゃダメだよね。今なんかめっちゃうまく塗れとんねんけど。このまま行こうかな。あ、ちょっと、指についてる。ティッシュ。私このサイドコーティングの時よく指につくな、レジン。レジンじゃないコーティングだ。あれ、この表にはみ出してる分はやっぱさっきみたいにシャーってやっときたい。これ、あと裏もね。これ大丈夫そうなんで、このまま、消化しようと思いますが、ライトの中映すとどうせ配信が眩しくて何も見えなくなっちゃうもんね。垂れそうになってる。
溜まってきてる。で、こう、貸します。イェーイ、それー。どうかな、うまくいってるかな。リーの内側も塗ろうかな、せっかくだから。今日の配信、永久保存版でわかりやすいって言ってもらえて嬉しい。今日は過去一、なんやろ、工程について説明しようと思ってやっとんねんけど、できとるかどうか自分でもわからん。正直普段ね、手抜きしてるあんまり、レジンのコツについてはあんま喋ってないねんけど、今日は頑張ってるつもり。言ってもらえると嬉しいなぁ。ちょっとこれをこうか、キープしてく。それこうかしたい。S の時はね、私ね、もうここまで一気に塗っちゃう。もうトロコートやったらできる。ここからここまでいけるねん。ここからここも。だいぶ、なんやろ。慣れてないときついかな、一筆塗りは。で、2回とかに分けるしかないって時は、なんかなるべく段差がバレない場所S やったらこことかで区切る。1、2みたいな感じで。かな？そんなんしてると段差が気になって塗り直しまくってるうちにボコスカになってくよね。リップブラシは、メイクブラシのコーナーにありますよってね。ありがとう、ダイソー店員さんが教えてくれてる。ただね、置いてないダイソーもあったね。私も3店舗目で見つけたリップブラシ。なんか置いてない場所もあるっぽい。今日見れてよかった？今日はだいぶ、なんやろ、このライブだけ見とってもらったら詳しくなれるよみたいな回目指してるから、そう言ってもらえると嬉しい。そして、グッドボタンも押しました。ありがとうねー。上手だなぁ。上手に寝ておりますねー。見えんかな配信じゃ。上手に寝てるんで、このまま表裏の工程に移ろうかなと思うんですが、ドスコイをつけようか、とりあえずね。ドスコイシールを。どこにドスコイがいいかな？やっぱ縦棒のとこかな？これも可愛いから写しときたいし。このシールはこちらにしよう。大文字でドスコイがいいよね、その方が強そうだから。あ、でも O がない。あ、こっちのシールならある。割れ馬になってた。コーティング垂れない問題は、わしがボケーっとしてるときに口が開いてるときみたいって言ってる。垂れてるんかな、ボケーっとしてるときに。私がよく描くキャラクターみたいになってる。どうすこい、ここでいいかな、やっぱ。ここから、同数行為がバランス良さそうじゃないバランス良さそうとか全然言えてない。同数行為、それともこっちから同数行為、いや、同数行為、こっから同数行為でもありか？いや、どっちがおしゃれやろ？やっぱ縦かな？縦同数行為にしようか。同数行為が迷走してる。絶対大文字の方が強いね。全部大文字。レジンをとりあえず薄く塗っといて、ドスコイを貼り付けようか。これでいいんじゃないかなと思ってる。でね、シール、内側塗ってないまだ。まあ、いいか、シール貼った後に塗ろう、もう一回。今、シールを貼りたい場所に液を薄塗りしました。これ、薄塗りしてないと、シールが全く動かなくなるんで、レジン作品にビチャンってくっついて。絶対薄塗りしなきゃダメ。シール貼る前に。これはマジ。んで、D が1個しかないよ。やっぱりさ、レア扱いされてるじゃん。このシール業界でも。どうなのかななんか1個しかないで緊張するで。
このシールこうやった方が取れるんじゃない？あ、そうだよね。やっぱ D ってなんか汚いな、なんかついてた。D は貴重なんだね。でしょ？ 1 個だよ。D が2個、C3 個、D1 個。あ、P も1個しかない。PQ も1個しかないで。もう、ローマ字カーストみたいなやつで一番下らしい。とりあえず D を。どすこい。1個しか使わないよね、D。これね、適当に置くね。O はO も残り1個だから、大切にいこう。はい。あ、じゃ、真ん中のやつ、来ないでほしい、これ。わーね、絶対おしゃれになるよね。だってすでにおしゃれやで、ドゥだけでおしゃれやで、今。絶対おしゃれになるじゃん、これ。S。すこい。持ってる人がドスコイみたいになっちゃうじゃんね、これ。S。U も1個しかない。U がない。U も1個しかない。あ、こっちもない。U が両方ない。助けて。O も2個いる。大ピンチじゃん。ちょっといろいろ足りなくて大ピンチ。どうしよう。他のシール、同じシール持ってないかチェックしよう。いろいろ足りんことが発覚してる。やばい。どうしよう。シール他にないかな。違うやつそういうのがあるかもしれない。やばい。なんやったっけ、どれが使えんやろ。S がまずない。どこい。いや、O もない。毒。何ができてまう？あ、ドスクイになるんじゃない？ドスクイ。あ、これなんか大きさちょっと違うよね。似たようなやついないかな？今シールめっちゃ見てる、ここで。シールないか、他に。シール。ゴールドの似たような大きさのシールいないか。お、これどうだ？なんか違うな、色が。これワンちゃん、似てないか、これ。これ似てるよね。いけるんじゃない？ここがないか？なんか似てそうなやつあったで。しかも K も O も U もいっぱいある。大変だーってなってた。持ってる人はドスコイ。私のためのキーホルダーじゃないって言ってる。ドスコイな方にぜひ届くかな、これ。Q をオンにできそう、確かに。ただこれなんか雰囲気似てるから使ってみようかな。置いてみるだけ置いてみて違和感ないか見てみようか。さっきのとなんか、剥がしやすさが違うから分厚さが違うかも。なんかちょっと質感が違う。ギラギラ感が違うで。でもごまかせるかな。でも全部こっちにした方がいいかもしかして。これやめて。一回、なんかどっかに避難したい。クリアファイルとかに避難しよう、これ。全部こっちにした方がいいね、なんとなく。全部揃ってるもんね、こっちの方が。お、100均のほんま。どこでもやめとくじゃ。こいつ揃わんかった、どすこいは。落ちた。面接に落ちた、そんな感じ。この子は。そうや、開始前でね、面接を受ける報告してくれたコマリコさんおったのに演技でもないこと言ってもらった。この子はダメやったけど、コマリコさんきっと大丈夫だから安心してね。
私はもう一生、死ぬまでレディにやるつもりだから、面接受けることないんかな、今後の人生。リー。多分こっちやったら揃いそうな気すんねん。おう。どうしよう、これ、もし途中で足りんことが発覚したら、何も考えずにつけてるけど。S。これ大丈夫そうだよね。なんかいっぱいあるもん。偏りなく。カーストが少ない、こっちのシールは。いい。このね、今使っとる先めっちゃくちゃトントコトンのピンセット。これもセリアのやつらしい。こまりっこさんが見つけてくださってね、なんかいただいたんやけど。セリアのハンドメイドコーナーじゃなくて、違うコーナーにあったピンセットで、精密ピンセットってやつらしいね、これ。すごい。いける、全然。愛あるこの中に。あるやったードスコイが乗ったー。これで、ドスコイができるよ。ちょっとドスコイのパチモンみたいなやつがいっぱい考えられとるやん。ショックなんで。なんか、でも工夫してできそうだよね。とりあえずできたで、ドスコイ。やったー。これはね、頑張ってまっすぐに並べていこうかと思うのですが。嬉しい、ドスコイが揃って。嬉しいね、ビンゴになった気持ち。で、これを並べてこう。これ上手に並べなくては、バランスよく。この B の中の穴の中ぐらいにぴったり入る気する。ここすごい大事だよね。ちょっと歪みがあるとね、一気にキモくなっちゃうからね。これはとっても大事な作業。今、結構まっすぐな気持ち。どうかな歪んでる。黙っとくわ、さすがに。呼吸が止まる。王に若干の歪み。なんか 0.1 度ぐらいずれてる。これでいいかないい気がする。ほんまかな。よし、これで、行きまーす。わー。息止まった、丈夫。一緒に見ながら息止まってた。やった。ドスコイの文字が揃って嬉しいね。トントコトンのやつ、ネイルコーナーにあったんや、これね。ありがとう。私が買ったやないで分からへんねん、どこにあるか。ローガンズ入隊希望の方が、今いてくれた？了解です。そうせんように、自分の字黄色くて分かりやすいで、メモとして書いとこう、ここに。大丈夫？見ながら息止まってた方。大丈夫かな？他にも言ってたけど。いい感じ！見て、ドスコイ。おしゃれじゃない？こんな感じにね、ドスコイロゴが入りまして。なんか、背景や柄みたいでおしゃれに見えるよね、これで。ってなると、次にね、本当やったらこの上に薄塗り一回したいとこなんやけど、それより先に、内側コーティングをし忘れてたからやるね、今。工具のとこの気もする。精密って書いてあったで。パッケージどこやったやろ。精密なものを扱う用のピンセットって書いてあったで。ついちゃったかな
別にないはずなんだけどな。こうやってみんなに聞かれた時に出すためにね、パッケージ全部取ってあるねんけど。でもどっか行ったらしい。おしゃれになったよね。いや、内側も塗ってみよう。まだ外側が完全に乾いてない気がするからね。あんま触りたくない。内側はここ、1、2で塗るかな。さっきは狭いから塗りやすいと思う。塗る。この内側も私結構塗り忘れやっちゃうんだよね。先週ゲリラ販売で R 販売したと思うねんけど、R の内側塗ってない気がするもんな。今思い出したけど。塗った記憶がないねん。忘れちゃうよく、この中っ側。あんまバレんか、忘れても。どうやったかなで、効果を。大丈夫かな効果をしますと。この後にね、表や裏をやっていきたいと思うのですが。そっか、店舗によって、ほんまそうだよね、セリアって。レジン用のシールですらね、いろんなとこにあるし。ディズニーモールでもレジンコーナーじゃなくてディズニーコーナーに置いてあるとこもあるんだよね。結構決まってないんかな、もしかして。店員さんのさじ加減で決められてるんかな。実はこのコマリッコさん、チャット欄にね、来てくださる方はコマリッコさんと呼ばせていただいているのですが、ダイソー店員さんね、さっきも見えたけど、セリアとキャンドゥの店員さんもいるんだよね。今日は見えないかもしんないけど。てかなんか、職業が多分、大体揃ってる気がするよね、この、チャット欄にね。職業の話で盛り上がるけど、大体見えるもんなぁ。塗り。内側も上手に塗りまして、ここもね、液が偏らんようにちょっと頑張って傾けたりしたい気持ちではある。多分上手だと思う。残しないよね。よし。硬化して、この後に表面と裏面仕上げましょう。あ、止まってた。ネイルのピンセットよりもっと先のとんがったの。あ、それがこれやと思う。これよりとんがっとるもんないんちゃうかな、さすがに。精密って書いてあったで、精密ピンセットみたいなやつ。ねえ、クラッチショップにもともとあってんけど、こんぐらいピンピンのやつ。多分ねんけど、販売中止されたんだよね。怪我をする人がおったとか、そんなんやと思う。販売中止じゃない。リニューアルされて丸くなっちゃったんだよね、もともとピンピンやったんが。刺さった人って苦情来たんちゃうかなって勝手に予想してる大元のね、作ってる工場が。よし。ということで、コーティングが終わったので、だから、まずね、表面をやりたいね、先に。というのも、今日、裏面ボールを作ってるんですが、裏面タイプは、ちょっとだけこう反るんだよね、こう。だから、ぷっくりするときはこっちからやると、レジンが固まるときに上に引っ張ってくれるんで、ちょうどまっすぐに戻るみたいな。説明むずいねんけど、下向きモールドのときは、最後のぷっくり表からやって、正面モールドのときは裏からやると、なんかバランスいいんだよな。むずいね、説明が。わかるかな？で、これを頑張って塗ろうと思うんですが、ぷっくりする前に、ドスコイの、この、イニシャルの隙間から出るんで、気泡が。先に薄塗りしなきゃダメ、絶対。これはもうね、シールに限らず、レジンの表面になんか、風乳を置いたり、凸凹があったり、あとプラバン塗るときとかね、ぷっくりする前に絶対にこの薄塗り効果をやっとかないと、ぷっくり効果中に下から出てくる気泡が。なんでこの薄塗り効果を挟むのが超絶大事。
って感じだよね。で、ほんまね、一個一個こう、しっかり塗り合わないとね、シールの隙間から出てくる方が。見るのは、出てるかもしれないのに。ここにある。そういうやつ取ってかなきゃダメ。ないかな、他。で、もうこれほんとね、20秒ぐらいでいいよね、今日が。私も1年ぐらいダイソーでバイトしてた。すごい、トリプルワークすごい。それ帯電防止の精密ピンセットみたいなやつやった、タイトル。このピンセット。確かに指に刺すやつは使う人の問題だよね。ちなみに私も刺したことあったんだよね。しかも配信中に刺した気するねんけど。シールコーナーにシール用のピンセットがある。そこはチェックしたことないかも、シールコーナーは。シール用やったら、きっと今みたいなさ、アルファベットが剥がしやすいような、ちょうどいいやつが置いてそうだよね。表面ぷっくりはね、高粘土でやっとくか、低粘土でも足りんけどな、この形状やったら。で、高粘土でやっとくね、念のために。高粘土ぷっくりはね、とにかく量が超大事で、バチコリちょうどいい量を流したいとこねんけど、初めの方は難しいと思うんで、少なめに流してちょっとずつ出していくのがいいねんけど、慣れると、多分これでちょうどいい量かなって思うねんけど、慣れると一発で流せるようになる。ちょうどいい量が。なんかピント合ってなくない？ S さんが強いんじゃないの？もしかして。そんなことない？バチコリの量で、この端まで塗りたいって感じ。このね、端がわからない方も多くて、レジン始めたての方やと、割と端まで行ってない方が結構多い。やっぱ怖いじゃん、横に垂れるの。結構勇気を出して、割といけるって感じ。思ったより端まで塗っても大丈夫って感じ。謎の説明。これはとにかく、塗りまくってね、鳴らすしかないよね、この最後の。端まで塗るってやつはね。頑張って練習するしかないのかなと思うねんけど。さすがにね、7年やっとうとこうなる。これで全面塗り終わってんけど。ね、塗り終わったら、こう、グルコがない方はね、なんか下に置いてるシートとかをくるくる回しながら、ちゃんと全部しっかり塗れてるかなってチェックしんとね、ちょっとでも塗れてない場所だったらもう一回塗り直しになっちゃうから。こう、チェックする。光がちょうど当たってる場所がね、すごい見やすくなるんで、いろんな角度からチェックをし、こうやって端っこまで完全に塗れているかなって、見てからね、効果しないかんねんけど、私でもね、たまに集中力切れてると未だに塗り忘れとかあるで、一箇所塗れてへんやんけ、みたいな。未だにやるよね、そんなのは。真剣だね、この工程は。これで全部塗れたんじゃないかなって思う。で、硬化するねんけど、この硬化するときに、角立ったり垂れるっていう悩みめっちゃ多いねんけど、その原因が、ドライトの強さか、レジン液の質なんだよな。後輩が来る。大丈夫かな？ブンブンやらずに通ってた。ねえ、レジン液じゃない、ライトのワット強いと、一気に垂れやすくなっちゃうもんで、なんやろな。硬化するときに、私がいつもやる方法は、この上下ライトの下の部分弱いんで、光が弱くなるんで、もうこの状態で固めることが多いねんけど、他に有効なやり方としては、このライトをちょっと上から当てたり、100均の弱いライト使ったり、最初の20秒ぐらいだけ。あと、ローヒートモードついてるやつはローヒートモードでやるといいよね。とにかくね、強い光当てちゃうと一気に
なんだっけ、効果不良じゃないわ。効果不良じゃない。効果不良が起きやすくなって、あ、違う、効果ムラだ、効果ムラが起きやすくなって、で、あんまり固まってない場所からレジン液がブシュって飛び出して、横だれとか、角立ちになっちゃうもんで。なんかライト弱くしなきゃダメ。ぷっくりの時だけ。レジン液によっては、安物とかやと、デフォルトで効果ムラができるレジン液もある。という感じだよね。それも多分ぷっくりの動画で解説した気がするねんけど、しとったかな。ということで、やっとこそ、シャットアイに戻ってまいりました。シールコーナーにシール用ピンセットありがちなんや。キャンドゥにもあるらしい。ぷっくりはね、慣れとにかく。作品によっても必要な量が違うもんで、そのあたりはね、作りまくって慣れるしかないよね。回転グルコ欲しいって書いてくれてる。ねえ、回転グルコさ、結構販売して欲しいって声も多いねんけど、残念ながら強度が弱いもんで、落としたら一発で壊れちゃうもんで、販売が怖くてできない。そんな感じだよね。真ん中にね、ボルト刺すといいらしいねんけど。ボルト刺すとかなってくると、レジン作品じゃないって私的に思っちゃうもんで、やる気が出ない。謎の、レジン作品しか作らない、作る気がしない、謎の気持ちって感じ。効果村っていう村ができてるやん。効果村、まあ、村でもいいねんけどな。カタカナの方の村のつもりやで。こんばんは、今日は、孫の2歳のお誕生日で、マックデビューしたそうです。だって。いやー、こんばんは。お孫さん2歳、おめでとうございます。2歳マックデビューだいぶ早いな。まあでもね、特別な日ぐらいいいよね。習慣化しなければいいよね。いや、衝撃の美味しさだっただろうな。私、もうそろそろマック食べたいって思ってるんだよね、今。ということで、待ってね。今、公開したねんけど、上下ライト、ワット弱いんでね、もう一回だけ、うちの強い方でやりたい、ちゃんと。いやー、うちの方がワット強いんでね。ちなみにこの、上下ライトね、狂ってから出るんで、ただ、年末ぐらいなんで、急いでる方は、もう今、テムとかで売ってるやつで買った方がいいと思うけど、狂ってから出るやつの方が、ワットが強いですとだけ言っとく。ちょっと、効果村からなぜか廊下村が生まれててめっちゃ怖い。廊下村は怖いな。若返り村がいいな。100均のハンディタイプライトで仮効果してから本効果に入っても有効ですって書いてくれてる。ありがとう。私、その100均のハンディタイプライトさ、こまりこさんからいっぱいもらって今5個ぐらいあるねんけど、まだ1回も使ってへん配信で。なんか USB 挿す場所がないねんな、机の上に。延長コードみたいにいるかな。廊下村やだよね。ゼッテリアってなんやろう。ロッテリアじゃないもしかして。違うかな。ゼッテリアって初めて聞いたけど。多分違うよね。いやー、寒くなってくるとさ、ジャンキーなもの食べたくなるよね。ちなみに私今日じゃない、明日ね、ピザにすることにした。今日、ピザの CM 食べたらめっちゃピザ食べたくなってきて。で、家族に言った。明日ピザねって。明日はピザにする。でも節約のためにお持ち帰りにするで。お持ち帰りにするとピザって半額じゃん。何のピザお持ち帰りしようかな。今から楽しみやな。やっぱり、ロッテリアだった。どっちだろう。ロッテリアでやってるよね、きっと。
あれ、まだやってるって、そうやってる。今日ね、めっちゃ頑張って説明してやっとんねんけど、ちゃんと、なんかうまく伝わるかな、語彙力がないから終わってるかなって思いながら、頑張ってやってる。お疲れ様です。今来てくれた方も。ね、このエースめっちゃ可愛いよね。他のイニシャルも作ってインスタに載せるね、もう。これは気に入ったから。S に関しては。ピザの CM 食べた私。ピザの CM 食べたらしいで私。ピザの CM 見たんかなさっき夕飯時にね。すんごい食べたくなって。家族たちに言った。明日ピザで決定って。高いからお持ち帰りしようって言っていた。2枚ぐらいいけるな。いや、2枚が足りないか、うちの家族は。ねりしてます。裏も塗ったらこの人は一旦完成になるかなと思うので、ね、プレゼント企画用なのでね、ちゃんと最後まで仕上げたい気持ちなのですが、一個だけ言いたいことあるんやったー。なんか、こまりキットを買ってくださった方さ、ヒートン付きキーホルダーがついてきてると思うんだけどね。どこ行ったやろ見したいねんけど、どこ行ったやろヒートン付き、ほんまにごめんねんけど、これね、質が悪い。こんなこと言うのねんけど、質が悪いっていうか、スークローズムタイプやった、これ。これはね、私、普段自分が使うキーホルダーはステンレスとかちょっと高いやつ買っとって、それをキットに入れてしまうと、キットの価格が500円ぐらい上がっちゃうもんで買えれんかってんけど、これはなんかトヨッタで他のキットにも使っとるもんで、大量入荷してて安く入れれたもんでね、まあキットの価格を下げるためにしょうがなく使ってんけど、これね、色焦るの早いタイプだから、もしプレゼントとかするために作ったやつやったら他のキーホルダー使ってもらった方がいい。自分用やったらね、すぐ取り替えたりできるからいいんで、それだけ言っときたかったんやった。いや、がっかりしたもん、なんか、1個目の試作で結構前に作ってんけど、久しぶりに見たキーホルダーが黒くなってて、そのタイプかーって思った。いや、ほんまに、値段気にしんやったらステンレス入れたかったんけどな。それ自体の価格大事だからね、そこが、バランスが難しいなってことでこちらを入れさせていただいたんやけど。もし販売とかされる人やったらね、特に、キーホルダー金具は、黒ずまないやつを探したいよね、今。最近特に黒ずむやつ増えたから。残念ながら、もうちょっと来とるんちゃうかな。まだ、触ってない状態やったら来てないか。残念ながらね、微妙やったわ。しょうがないな、そこは。んで、伝えとく、人にあげちゃう前に。これで全部縫えたかな。普段やったら、もうちょっと放置して気泡を浮かすねんけど。それで行こうかと思いますよ。濡れてるよね。本当に濡れてる？濡れてるかな？多分。大丈夫かな？ここ怪しいかな？ね、これで多分、全面、裏面、得意なやつになるんじゃないでしょうか。ということで、最終候補になります。でも、今日は、何のキーホルダーにしよう。自分なりにさ、いろいろ買って、あんまり黒ずむの早くないなって思ってるやつを最近は使ってるねんけど、このね、猫ちゃん、この色のやつは結構大丈夫な気する。いや、どうかな。あとは何あれって今。なんかね、色見ると、すぐ黒ずむやつ分かるようになってきたよね。だいたいちょっとこの、ピンクっぽいやつ危ない、全部。全体的に。すぐ黒ずむ傾向にある。ピンクゴールドっぽい色のやつ。一回読もう。ちょっと質が悪い。そう、みんな笑ってる。でも正直に言いたいね、さすがにそれは。後でね、なんか、がっかりされたら申し訳ないで。私には干渉できん部分やったら価格上がりますってなっちゃうから。日本のピザが食べたい？アメリカのピザ、何が違うんだろう？アメリカにいるコマリコさんが日本のピザを
恋しがってるで。なんかアメリカの方が味濃いんかな、やっぱ。皆さん、ピザ屋さん、ピザはどこで頼みますかって、それ私もめっちゃ聞きたかってん。何種類かあるやんな。ピザーラ、ピザハット、ドミノピザ、そんぐらいかナポリの里みたいなとこもあった気するんけど。我が家の近くね、ピザーラ、ピザハット、ドミノの3種類あるもんで、どこで買うかめっちゃ困ってる。どこが一番美味しいやろって。ゼッテリアっていうのが本当にあるの？やばい、私ロッテリアかなって思ったら。今、過去のやつ辿っとって納得した。ロッテリアの名前が12店舗だけゼッテリアっていう名前に変わった？改名ってこと？そんなことしとったんや。気づかんかった。気になるね。ゼッテリアだと何が違うんだろう。メニューは一緒なんかな。OK のピザは美味しかったです。だって。OK ってなんだろう。そういうピザ屋さんあるんかな。今、ゼッテリアのことに気づいたで、ちょっと、無理に夢中でね、遅れて悪いねんけど。で、ピャーって呼んでいくと、ピザ食べたい。ロッテリアのちょい高級な店舗。そんなん出たんや。気になる。全商グループ、ゼッテリアは。ロッテリアが全商グループで、それに関係あるんかな、ゼッテリアは。絶品バーガー美味しそう。つまり、ロッテリアとラインナップが違うんや。めっちゃ気になるやん、それ。で、ピザトークの部分に読んでいくと、私はドミノピザが好き。ピザーラ、ドミノ。オーキーズピザってやつさ、CM 見たことあるのに、実店舗見たことないわ、そういえば。オーキーズピザがない地域に住んできたらしい、私は。アメリカのピザは繊細さがないってどういうこと全部ドカンドカンって乗せてあるんかな、アメリカのピザ。気になるなぁ。そう気づいた。結構オーキーズピザって言ってる方もいるから有名ってか結構あるんかな、店舗が。ドミノが人気かこれは。私もマルゲリータ大好きなんだよね。でも実はね、私サイゼリアのバッファローモッツァレラマルゲリータがめちゃくちゃ好きやったりするねんけど。明日は宅配ピザのピザにするつもりやねんけど。サイゼリアのやつめっちゃ好き。ピザカリフォルニアもあったなぁ。あれ結構種類多いか、これ。ピザーラ。ナポリの窯か。ナポリの里やなくて。私のね、近所も潰れてた。もしかして経営、うまくいってないんかな。サイゼのやつ美味しいよね。私、バッファローモッツァレラの絶対なんか、何かで味付けされたっぽいミルキー感の、ピザがたまらない。どうしようかな。なんか猫もさ、貝殻も合わないよね。他のやつがいいよね。ハートにしよう。最近、500個買いだめをしたハートキーホルダーにしよう。これね、結構変色遅いことに気づいてね、気に入って500個買っちゃった。これにしよう。これ Amazon でどっかで買った。なんかさ、チャームもつけたいしね、かわいい。何をつけようかしら。やっぱ、花のデザインは花チャームがいいかなって思っていつも花つけとるねんけど、やっぱ花かな。コストコのピザ食べたことないわ。大きそうやね。コストコのピザは。
安いんかな、やっぱ。投票どうですかって。何個出せばいいやろ。どうもさ、ピザの店舗が思ったより結構あることが発覚して、もし投票機能を使うとしたら何ピザ出せばいいやろ、4種類。ピザハット、ドミノ、あとどれやろうって思ってる。投票を使ってもいいよね、この、いい感じの割れ具合は。でも多分、ピザ屋も地域によって、ある店舗とない店舗あるねん、おそらく。やで、なんかそういうのも関係しそうだよね。こんばんは、歩いて30秒でピザハット。歩いて30秒はやばい。私しょっちゅうお持ち帰りしちゃいそう、そんな近くにあったら。今んとこ遠くにしかないから、そんな行かずに住んでる。OK のピザ大好き。ピザの店の投票もしたいしさ、ピザの種類の投票もしたくない？どれが人気ナンバーワンか。とりあえずスタンダードなやつ、マルゲリータとか、カルボナーラなんてあったっけ？何種類かで投票したいよね。ドミノ、ピザーラ、ピザハットあたりか。その3つでやってみる？その他も入れようか、じゃあ。もう。その他。それでやってみよう。どのピザ屋が好き？どのピザ屋、またよく買うって書いとこう。ドミノピザ、シカゴピザってあった気する。クリスマスピザ食べたくなる。ピザと、あと、チキン食べたくなる。ケンタッキーとかの、あれ系の。ピザら、その他にしてみよう。皆様、困りっ子アンケートで、ピザ屋の人気を決めてしまいましょう。とりあえず、始まりますよ。まず第1問目。どのピザ屋が好き？またはよく買うという質問が流れますので、チャット欄、開いてね、ぜひポチッと押してみてください。始まってきたー。じゃあ実況しつつこれ作ろう。始まった。ドミノピザ 50% から始まっていく。ドミノがいきなり 50% で他のやつ 20% 前後で。なんかドミノ強いで。始まりましたー。これ店舗展開数にも依存するかもしれん。だってさ、自分家の近くになかったら味わかんないもんね。もうドミノ強い。ピザのマークも結構流れていく。そしてピザが食べたくなっていく。すごいドミノ。私、高校生の時の彼氏ピザ屋で働いてたな、そういえば。急に思い出した。で、バイトの後にピザよくもらってきとってん。で、一緒に食べとった。こんなピザの思い出。ドミノピザあれ、45% になった。2位がね、ピザーラ 23%。3位ピザハット 16%。4位その他。同率 16% になってる。ピザと馬が流れていく。高いんだよね、ちょっとドミノね。やっぱ、高いとこの方がちょっと豪華な気するよね。味とか具の量とか。こんな気はしてる。いろんなとこで今まで食べてきたけど。ドミノ強い。ドミノの向かいに OK ができたってすごいね。めっちゃ喧嘩売ってるやん、それ。ドミノの向かいに OK すごいね。私、OK とかさっきからね、みんなが挙げてくれてるシカゴとかカリフォルニアとか食べたことないやつがすごい気になる。店舗少ないけど実はめっちゃ美味しいやつとかありそうだもんな。できましたぞー。こんなアンケートしながら。ピザって10回行ってってやつ、学生時代に流行ったな。で、そんなんさ、未だに行ってくるで、小学生の娘が。
すごい、そんなもん知っとるわって思いながら、わざと引っかかってあげとんねんけど。明日ピザにしようとって、みんな食べたくなっていく。2分経って、200票近くなってきたので、一回終了させていただきますよ。あんま変わんないね、順位変動もなく。結果発表第1位、ドミノピザ 46%。ピヤー。第2位、ピザーラ 21%。ピヤー。3位、その他 16%。4位、ピザハット 15%。ほぼ同率だね。ドミノ強しという感じでしたね。まあ、店舗が多いとかありそうな気する。じゃあ明日ドミノピザにします。そして、さ、メニューはみんな何頼むんだろう？私、マルゲリータか、なんか、照り焼きか、あとその時期に特集組まれてるやつか。そのあたり、やるねんけど、メニューもやりたくない、メニューのアンケート。いや、でも絶対マルゲリータ1位か。やる意味ないか。むしろマルゲリータ以外、好きな方何が好きなんて思うけど。もしかしてマルゲリータが好きじゃない人いるかもしんないもんね。全然マルゲリータ以外浮かばないよ、頭に。カレーモントレーは必ず頼みますってなんだろう。ピザの味にあるんかな、そんなんが。私食べたことないけど美味しそうだな。照り焼きピザ食べたくなるよね、甘い味付けの肉にマヨネーズかかってるやつ。ゲノベーゼシーフード。ほんまや、そんなんもあるやん。和風のお肉系。最近はお肉がいっぱい乗ってるさ、ミックスセットみたいなやつも美味しいよね。もう焼肉とか乗せちゃってるやつ。モントレーが大好き。モントレー大好き。シーフードかマルゲリータ。プレコギも美味しいよね。やばい、結構出てきたらよくわからんくなってきたで。うわ、明太子も美味しいじゃん。お餅とか乗ってるやつなかったっけ？ 4 種類に絞れない疑惑が湧いてきたで。そんな話しとるんやったらさ、コーティングすればいいんじゃない？喋りながら。3個に、じゃない、4個に絞れんくない？アンケートする前に、ピザの。明太もちチーズ、そう、それ、美味しいね。思い出したら食べたくなってきたんじゃないの？ちょっとみんな。ベースのソース味対決やったら、わかりやすいかな。でもその中にさ、カレーがないよ、カレーが。しかも4種類超えてる。この前はさ、サイゼリアにあるやつも美味しいし、お子様も大好きなんだよね。あと、ツナマヨとかもあるかもしかして、店舗によっては。決めれないぞ、これ。どうしたらいいんだろう。人気そうなのはどれやろ。マルゲリータ、シーフードあたりは入ってきそうな気する。それ以外が平等に人気な気するねんけど、今、チャット欄見てる感じ。確かにお腹減るし、もう11時じゃん。やばいじゃん、11時にこんな話したらね、みんな、寝る前なのにめっちゃお腹すくやん。なんかでも今気分的に、メンタもち、チーズピザ食べたい、すごい。明日マルゲリータ食べたらいいから。今すぐに、メンタもちチーズピザ食べたい。ピートンとかで手固めよう。ガードしなきゃって手で。ゲノベ、マヨ系、ソーダ、クワトロ蜂蜜ってなんやろ？クワトロってさ、4個あるやつやんな。4種類入っとって得みたいなやつ。健康診断前やったら我慢しなあかんねん。精神を鍛える配信ってことにしよう、これ。めっちゃお腹すくけど我慢したら勝ちみたいな。そういう精神系配信ってことにしようか、今。そう思いながら一応話していく。私ね、さっきからみんなが書いてくれてるモントレーがいまいち何のことか分かってなくて、モントレーっていう具かな？
モントレーがまだわからん。いろんなモントレーがある。今、さっき言っとった、一気に塗るやつをやっとんねんけど、ちょっと一回このヒートのところで区切った。ここバレないから区切っても。塗りしたい。確かに、私がマックの三角パイ食べた次の日めっちゃみんなストーリーズに三角パイアップしてたから明日ピザだらけになるかも。でもさ、今さ、いろんなものが値上げなってるけど、ピザも高くなったやんな、きっと。知らん間に。私結構久しぶりに頼むねんけど、昔より高くなってそうな気する。で、結局お米もね、値下がらなかったしね。テレビとかで言ってたじゃん。しばらくしたら値下がりますって。見たで今週か。過去最高値を記録ってニュース見たで。ピザも高いんじゃない？来たー！後輩たちが、暴走族の音が聞こえてくる。こんな涼しい時期は走りがいがあるんやろうな。よし、これ、うまく塗れてる気がする。ちょっとあんまり固定しないように動かしつつ、動かしよう。結局4種類に決めれない。クワトロワンチーズで4個に分かれてるのはクォーターではって、空つながりで間違えてんね、私多分ね。クワトロチーズ、チーズがクワトロか。チーズの種類か。バイクの絵文字と馬が紛れてる。だよねー。でも安くならへんよね。もう、でも米農家さん、困りっ子さんにも結構おるけど、大変って言ってるからね。なんか農家さんが、それで潤うならいいんやけど、中抜きされてそうだよね、この日本の闇的に。どっかの何かに。っていうのでなんか嫌な予感がする。ピザも高くなってそうな気がして今怖くなってきた。すごい久しぶりに頼むから。ブンブン。もうね、いい気候だからね、最近、毎晩走っとるで真冬になったらそんな頻繁に走らんくせにな。もう綺麗にしよう。蜂も入れてる。なんでも、妖精とかでも走っていいと思う、勝手に。これはね、行っちゃうか。下の方まで。結局さ、4種類のピザが決まらなかった。しかもモントレーも何のことだかよくわかってないで、後で検索してみるね。もしかしてコメントに書いてくれたかもしれないけどさ、暴走族と共に流れていった。わかった。蜂蜜の蜂じゃない？今気づいたけど。そういうことじゃない？なんか蜂蜜、毎日食べると体にいいらしいですごい。TikTok で流れてきたねんけど。私またそんなに影響されてすぐなんか食べ出すねんけど。毎日蜂蜜食べるとみるみる体調が良くなるとか言って流れてきた。今も腸内環境が良くなると人生が全て良くなるとかいうやつ流れてきたりな、頑張って腸内環境の錠剤をな、飲んどるねんけど毎日。蜂蜜もいいとか流れてきたり、また飲まないかん。あと、梅干しもいいとか言って流れてきたり、梅干し毎日食べないかん。あれ？梅干し何日でやめたかな？以前配信で言っとったのにね、梅干し毎日食べるねん今日からとか言って1週間ぐらいで終わったであれ。忙しいな、食べないかんものいっぱいあって。濡れたかな？多分、濡れたかな？全部。濡れたんじゃないかな？S さんのコーティングが、まだ短いところやってないや。新米5キロ3000円ちょい高いよね。明日、次女の文化祭あるのでお休みしますって。ありがとうございました。なんかチンタラやってたら23時になってた。寝る方おやすみなさい。TM 見ろよ。あばよ。
あと短いとこだけ塗ったら再度終わる。中途半端なとこない。結局私、ピザをさ、4個決めるために延長しとってんけどさ、よくわからんくなっちゃったよね。種類多すぎるってことで、また、4種類に絞れたらまたやろうか。なんか多分好みが分かれすぎてね、なんか、あんまり、マルゲリータがちょっと多いかなとかで終わりそうじゃない？他のやつ、ほぼ一緒みたいな。あれは、なんとなくね、食べたくなったのは、もち明太子チーズがすごい食べたくなった急に。これは、間違いない。よし。ね、ここまでいったら表と裏もちょっとしたくなってくるけど、一応ね、あれ、11時だよね、猫好きちゃん。他の部屋で寝とるかな、もしかして。5キロ4000円やばない？ブランド米とかかな？たまに、2000円台だっていうのを見つけると、なんかブレンドされとんねんな。なんやろ。海外とブレンドされとったり、何かと何かが混ぜてあるやつ。たまに安いの見つけるとそうなってる。4000円するってことは、いいやつなんかな？それともその店が強気なのか。よし、これでね、コーティングが終わった気持ちいい S さんは。どうせやったら表面もぷっくりした方が絶対怖いから、表面ぐらいは塗りたいかも。ラピュタの日ならバルスまで行ける時間になってまいりましたって。そういえば前バルスしたよね。今日の金曜ロードショー何かわかんなかった。あんまり、みんなが言わんってことは大したことないんかな、今日の金曜ロードショー。大したことないって言った放送しとる番組に失礼やったわ。耳にチーズ入ってるやつは、私高級な気分の時にだけ頼む。プラス400円とかのやつじゃない？美味しいよね、耳だけでも美味しいもんな、あれは。あれはね、なんか特別な日に頼むって感じ。子供が何度も起きるたび寝かしつけてを繰り返して戻ってきたら、ママが出たってお疲れ様です。まだお子さんちっちゃいんかな？私も昔そうやったね。ハンドメイド始めた頃、次女がまだ1歳とか2歳やってんけど、やっと寝たって思って、ハンドメイドの机に戻ってきて作業再開すると、なんか5分か10分くらいでもう一回起きるねんな。それを永遠に繰り返して全然まとまった時間取れんみたいな。そうなりながら頑張ってた時期もあったなぁ。で、来年超えるとなんかやっと寝てくれるようになんねんな。眠り浅いタイムみたいな。そんなんあるよな、ちっちゃい時。真剣にやりたい時に限ってよく起きるとか。そんなんやんな。S さんは結構垂れやすい場所多いんで、ちょっと一回弱気に少なめに置いてから後で足したいかも。S は結構垂れ要素あるよね。そう、462人もいてくれた。みんな、あれだ、花金だからだ。今から夜更かしする気満々かな、もしかして。でも、さっきからね、チャット見てる感じ、学校行事入ってる方も多いっぽいからね。明日、早い方はね、無理なさらず寝てくださいね。もしかして、ピザが気になってさ、見てくれてる方もいるかもしれん。どうしよう、ピザの決着が。とりあえず、ドミノピザはね、確定したねんけど。メニューがね、難しいのよ。YouTube のこのアンケート4種類しか選べないからね。でも多分ラインナップさ、出てきただけでも8種類ぐらいあるもんね。それで難しいなって思ってる今。S さん。これはもう、ぷっくりした方が絶対可愛いもんね。これ。今全部塗った。ここだけ塗れてない気する。ぷっくりしたらもっと可愛くなっていく。夢ピリカって、マツコが宣伝してるやつって美味しいやつじゃないかな。みんなお米の
価格変えてくれてる。3000円超えるとこ多くなったよね。たまに安いのあるけど、なんか混ぜてあるなーって感じがする。いやー、出遅れた？長男が日曜日、8歳の誕生日ですって。いやー、おめでとう、長男くん。もしかしてこのタイムさ、寝かしつけ終わったママさんたちが来るタイムかな？皆さん、ママさんたちは1週間お疲れ様です。そして社会人の皆様も。いや、でも明日がお仕事って方もね、おるやろうしね。無理なさらずお付き合いくださいね。私、明日とりあえず何するかわからんけど、明日ピザ。ただそれだけ。ピザのために生きる明日は。ね、可愛いよね、しちゃん。なんかさ、歪んでない軸。じゃあまっすぐかな。今いい感じの気はする。量も結構ちょうどよかった気する。ここ濡れてない。全然濡れてへんかった、ここ。だいたいここから垂れよるねんけど。この量なら大丈夫かな。ここも塗り残してるしね。塗くとそういうのがあるんだよな。これ大丈夫かな。ここに気泡がある。いやー、多分、うまいと思う。これで全部チェックした。固めちゃいけママよで D さん移しとこう。なんだかんだ2個いっちゃったピザのせいで。そうだよね。米って美味しいからやっぱ幸せだね、日本人というか。でも、今アメリカに住んでる方もいてるのに、ごめんね。でも日本人だから大丈夫だよね。お米あるのは、なんか日本に生まれてよかったなって思うよね。お米が美味しいご飯食べてるときは思う。私も自分を寝かしつけてしまいそうでしたって。こんな遅い時間まで大丈夫なの？いつも早く寝てるけど、とか言ってみんなの寝る時間を把握していく。うちは夢ピリカしか食べない人がいるので、お米代が馬鹿にならないって、そんな美味しいんかな？他のブランド受け付けませんってことかな？気になるな、そんな逆に。美味しいんか。日の光、いいね。私も食べたことある気がする。日の光は楽天で買ってみた気がするな、過去に。一時期は、いろんなブランド試しとってんな。S ぷっくり難しいけど、一番難しいの M だよ。ぷっくりが難しいの。魔の谷があるからね。今から元気な方もいてる。ちなみに私ももし、猫式見に行って寝てたらそのままレジンタイムになろうかと思う。もしまだ寝てなかったら、寝なあかんでって怒りに行かない。ということでね、一応まだ、もうちょっと乾かしたいところであるんですが、完成図だけお見せできるので、こう見せると、かわいいじゃーん。なんでやだー。かわいいよね、これね。両方、いい子。なんか、良い子ができたんじゃないかと思う、これは。華やかー。もうなんか系統が違うので、インスタに載せるのには向いてないな、一緒に、この二つを。個別で載せた方が強いと思う、この二人に関しては。とりあえず2個クイーンまでたどり着きましたと。ミルキークイーンも私買ったことあるや。美味しかった記憶ある。ほんでね、お米が高くない時代結構いろいろループさせてたんだよな。昔お祭りの抽選会でユニピリカ15キロ当たったってめっちゃ羨ましい。今やったらなんかすごい喜ぶよね。お米が景品やったら。可愛いですって言ってくれてありがとうございます。お腹空いてきたけど眠すぎて寝ますねって。ありがとうございます。ね、ちょうど3時間になったところで、今日の配信はこんな感じにして、ちょっとピザの種類に関しては宿題、また今度決着をつけようということで、今度考えようかなと思っておりますので、皆さん好きなピザ考えておいてくださいね。
アクアゲームだ。悪魔ゲーム？何それ面白そう。そっか、みんながコメントで教えてくれてたのに私きっと夢中だったんだね、何かにね。さっき息子の幼稚園の緑につけるように星型作ってましたーって。星型はね、みんな好きだよね。そしてイニシャルも、きっともう息子さんは寝てるんだろうけど、今から頑張るのかな。ね、夜更かしで作業される方も今から頑張ってくださいね。お米の種類ね、なんか思ってるよりめちゃくちゃ多いね。ミルキークイーンは確か流行ったんだよな、何年か前に。その時に買った記憶あるもんな。ね、お疲れ様でしたーって。ありがとうございます。お疲れ様のコメントもね、今日はすごいたくさんチャットいただいて読めてなかったんですが、この後、ライブ終わった後すぐに動画をアップされるねんけど、チャットが、アーカイブでもチャットが見れるようになるまで、2時間ぐらい多分時差があるかな。2時間するとチャットがね、アーカイブでも見れるようになり、スマホの方はちょっとこんな複雑な操作が必要なのですが、よかったらみんなの好きなピザやら、いろんなが出てるので、そちらも見てみてください。ということで、次回の配信はいつも通り月曜日の12時からやろうと思います。作るもん決まってないという感じですね。で、次回からはこんなにレジンの説明しないんで、すいませんが今日頑張って説明したつもりですのでね、今日だいぶ大事なことほぼ言えたんちゃうかなって思って、レジンの作るときの。そんなことないかな。でもシャカシャカとかやとまた違うか。またなんかたまに説明会を挟みたいと思いますが、とりあえず月曜日は普通のまったり配信したいと思いますのでね、またお時間の方はよろしくお願いします。いやー、こんな時間まで眠いのに、眠いのに見ててくれた方ありがとうございました。ということで皆さん土日はまた寒暖差激しいと思いますが、体調に気をつけて過ごしましょうね。お仕事の方も頑張ってください。はい。じゃあまた次回お会いしましょう。またね。バイバーイ。